こんにちは、デミコでーす。はい。入ってるかな。入ってるかわかんないから、もう一回言っちゃおうかな。どうも、こんにちは、デミコでーす。はい。OK かな。あ、ちょっと待って。何これ。広告広告。自分とこ広告出ちゃった。はい。声出てますかね。あ、大丈夫だね。大丈夫だね。はい。あ、出てますね。はい。OK です。はい、こんばんは。はい。こんばんは。泉さんこんばんは。ゆきみさんこんばんは。みくさんこんばんは。それで戻って、その前はだいぶ前のコメントかな。だいぶ前のコメントだからいるかな。チョコチロルさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あれ、続きが来ない。コメント、続きが来ないからもう始めるかじゃあ普通に。コッカさんこんばんは。ありがとうございます。あ、来た来た来た。ヤンヤさんこんばんは。トワママさんこんばんは。いらっしゃいませ。おお、吹いてきた。ランブルーさんこんばんは。クーちゃんさんこんばんは。クーちゃんさんクーちゃんでいいのか。クーちゃんこんばんは。はい。ありがとうございます。カエルさんこんばんは。チッピーさんこんばんは。はい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 。えーっと、ほうみきさんこんばんは。ちょっと待って。けいこさんでいいのかな。ちょっと待って。字が小さくて見えない。けいこさんでいいのかな。はい、こんばんは。みゆさんこんばんは。ちっぴーさん、デミコさん、なんすかなんすかあんこ姫さんこんばんは。ちょっと待って、ちょっと待って、そうだよ。トップチャットじゃなくて、これチャットでしょ。あれなんか変わってね。なんか変わってね。まあいいや。呼んでない人いるかな。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫だね。はい。バム F さんこんばんは。ありがとうございます。はい。どうすかね。日本はどうですか。まだ暑かったりする日とかあります。だいぶ涼しくなったと思うんですけど、こっちは急激に涼しくなりまして、私の部屋寒いわ、もういう感じでございます。はい。名前呼びたかったんです。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。チッピーさん。はい。ありがとうございます。いやーね、なんかちょっとさ、1週間前まではね、本当にあっちっちだったのよ。で、1週間、10日ぐらい前までか。ね。アネモネさんこんばんは。はい。で、日中なんか晴れると26度とかになってたのに、いきなりなんか1日なんか天気悪くなったと思ったら、ボンと下がってね、10度ぐらい下がっちゃって。で、それで、その後は晴れて、今日も晴れてんだけどね。うん。イエイさんこんばんは。寒くなりました。あ、本当。ね。そりゃそうだよね。いい加減ね。急に寒くなってます。あ、やっぱり。なんかさ、昨日私ちょっとパリに行ってたんだけど、ちょっと新しいっていうか、いつものコットン糸をちょっとね、仕入れてきたんだけど、うん。あくびさんこんばんは。あの、なくなってた色とか、新しい色とかもちょっと仕入れてきたんだけどさ、昨日は22度ぐらいかな、21度、2度ぐらい。うん。で、結構ね、寒いかなと思って着込んでいったら暑くてあれと思って、で、脱いで歩くと、でもそれでもなんか、脱いで歩くとちょっと寒いな、みたいな。上着着てないと寒いな、でも上着着ると暑いな、みたいなぐらいの天気。うん、温度で。でも、だから私の家もサロンにいると、リビングにいると普通に、なんつったらいいんだろう、過ごしやすい感じなんだけど、私の部屋は北側なので寒いんですよ。寒くって、だから夜とかなんかもう寒いわけよ。もう、チョコチュロルさん、北海道の私はストーブつけてます。あ、もうストーブつける。そうね、私もだからストーブつけたいなと思ってんだけど、うちセントラルヒーティングだから、まだついてないわけ。で、その、個別の電気ストーブ持ってんだ、ちっちゃいやつね。足元にちょうどいいようなやつ持ってんで、すごい温めてくれるんだけど、そこまででもないんだよね。それつけちゃうと、なんか今度あっちっちになりそうで。うん。ゆきみさん、早朝と昼間の寒暖差が10度ぐらいあるので体調管理が難しいです。そうだよね。10度ぐらいあるとちょっときついよね、やっぱりね。うちもそうだわ。うん。だから昼間の気温がさ、今21度、今日21度なんだけど、夜になると9度とかになるからね、やっぱりね。9度っつったら冬の気温だもんね、だってね。まあ、最低気温に比べたらそりゃあれだけど、9度っつったら冬の気温だよね。うん。ちょっと寒くなってきたよ。はい。ということで、今日はですね、
こちら放置してたんですよ。ちょうどいいファスナーがなくてですね。っていうのはですね、ファスナー45センチは持ってたんで、45センチ使おうかなと思ったんだけど、それが黒しかない。で、これでいきなり黒もちょっとあれだなと思って、白っぽいの欲しいなと思って、本当はもうちょっと、なんつうの、オフホワイトみたいな色が欲しかったんだけど、なんかちょうどなくって、でしょうがないから白買ってきたんだけど、富士山初観測、初冠雪、本当に、はい、高見愛子さんかな。レミコさん、こんばんは。こんばんは、高見さん。高見愛子さん。はい。富士山、そうだよね。富士山もう降る頃だよね。うん。で、40センチを買ってきましたよ。昨日、一昨日だっけ。いつだかほら、動画の中で言ってたでしょ。買い物行ったって。あの時にね、ちょうどね、このモンディアルティッシュっていう、このチェーン店とか大きい店が入っているところの、ショッピングモールに、ショッピングモールっていうか、コマーシャル、セントルコマーシャルってフランス語では言うんだけど、英語にしたら、なんだろう、コマーシャルセンター、なんだろう、まあいいや。まあ、ショッピングモールっていうか、そのなんかこう集まってるとこね。で、そこにあるんだけど、でやっと行ってきてさ、そこ結構売ってんからいっぱい。ね。だからそれ買ってきたわけ。ようやくよ。うん、そう。で、なんかオフホワイトが欲しかったんだけど、オフホワイトもあったんだけど、オフホワイトっていうかね、クリーム色だね。だからちょっとその色が気に入らなくて、やったら白でいいかなと思って白買ってきてね、40センチっての買ってきましたわ。で、ちょうどいいやつを。45センチのやつをやってもいいんだけど、まあ、40センチがいいやと思って、やっぱりね、無駄になる分が少ない方がいいやと思って買ってきましたよ。安いから。安いっていうか、そんな高くないからね。うん。普段、おばん、ポチ待っておりました。ありがとうございます。おしゃれなカバーできそうですね。ね、これね、これちょっとね、使わないと。使いたいんだろうね。拍手あげたいんだけどね。うん。だから、周りだけやればよかったのにやってなかったっていうね。他のことばっかりやってて。ね。うん、本当に。もっぴー、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。じゃあ、早速やっていこうと思うんですけど、まあまあ、周りをまずかがらないといけませんね。それにはね、っていう話でね。で、ちょっと待ってね。私はちょっとどこで立ち上げてんだいっていうね。立ち上がりはまあ見ればわかるんだけどね。こうやって見て。どこだいあれ見ればわかるとか言いながら立ち上がりどこだいあれ立ち上がりがわからない。なんていう。すごいね。立ち上がりがわからないとかあり得る。どこで立ち上げてんだ私これ。ここか。見えるじゃん。角こかと思ってたよ。ここだよ、ここ。ここと位置を、なんかむぎゅって出てる。こいつはちょっと処理しないといけないな。処理はしてはね、切らないと。位置をね、切って。はい。はい。皆さん、これ編んだ人いる？今来てる人。これ編んだ人。立ち上がり、ここでいいのかな？ここでいいのかな？どこだい立ち上がり。どこだいちょっと立ち上がりわから立ち上がりわからないってある意味すごくない？すごいよね。一応こうやって合わせるんだ。私の場合は。ね。これで。ね。はい。で、こっちの、この糸、一番最後に編んだ、この濃い方の、白でなくてね、濃い方の糸でちょっとかがっていこうと思いますよ。で、どうやってかがろうかなと。すごい考えてんだよね。またね、これかがるのもさ、ほら、剥ぎ合わせるのもさ、合わせるだけにするか、それとも、なんか、編んでね、合わせるかって、ちょっといつも迷ったりするわけよ。うん。どうしようかな。今回合わせちゃおうかな。でも合わせると裏側のな、編み目が違うから表と裏で。それがいつも気になってね、あんまり合わせたりしないんだけどさ。カエルさん、知人から10月半ばまで暑いよって言われ、油断してたらいきなり寒い。ああ、そうなんだ。ね、まあ、でも10月頭か。ね。頭だもんね。寒くなるよね。でもまた暖かくなったりもするんだよね。10月ってまだね。私記憶にあるよ。日本に一回帰った時、10月の終わりぐらいに帰った時にむっちゃ暑くって。もう25度とかいう日もあったりとかするからわかんないよね。いきなりまた暑くなったりするからね。うん。編んでます。編みましたよ。段染め糸だけど、全然 OK ですよ。まだ編んでないです。まあまあ、いつか編んでくださいよ。糸が足りなくて補充待ちです。おお、なるほど。マネキュアの匂いが部屋に充満しちゃって、南北の窓を開けて換気してるんだけど、ちょっと寒い。なるほど。マネキュアの匂いが充満。マネキュアの匂いか。でも最近のってさ、匂いあんまり強くないから、私マネキュアしてもあんまり気にならないっていうか。うん。そう。でね、ちょっと、マネキュアつって思い出したんだけど、チューリップさんこんばんは。これね、実はマネキュアちょっとしてんのよね。してんの。これ。透明なんじゃないのよ。ちょっと見せていいね。
この前買い物行った時にちょっと買ったわけ。こうつけてるかつけてないか分かんないぐらいの色のやつが欲しいと思って、私はいつもこれを使ってんですよ。メイベリンニューヨーク。すごいいいのよ、これ実は。スーパーステイセットデイ。あ、セットって。ごめんなさい。フランス語でセブンデイズね。で、これ使ってんだけど、右ね、何やってんだってね、全然違うことやってんだって話なんだけど、アクアメさんこんばんは。これを買ってきたのね。あ、これいいんじゃないと思って。あんまりつけてんの目立たで、ほんのりラメも入ってんだよ。ラメっちゅうかなんつったらいいの、パールか。ラメじゃなくてパールね。パールも入ってんの、ほんのり。で、これを私、だからさ、こっちってさ、こういうさ、カートにして、でっかいカートに入れるんだけどさ、穴から漏れないかしらと思って入れたら、まあ、ギリチョン漏れないぐらいの大きさだったんで、ほっといたわけ。で、帰ってきてからさ、見つかんないのよ、これがどうしても。あれ、どこやったっけな、私、お会計通したっけかな、カバンに入れた記憶もあんまりないな。どうだったっけかなと思ったら、カバンの奥底にあって探したらね、うん、そのまま気づかないでしまってたのよ、あの袋を。だからお会計通したらしいんだけど、だからあってよかったなと思って。ね、これだって、お会計通したのになんかどっかに忘れてきたとかだったらすっごい嫌だからさ。まあお会計を通さずにね、なんつうの、カゴの中に入れっぱなしで忘れてきたんだったら払ってないからいいんだけどさ。で、これがさ、これが一重っていうか一回しか塗ってないんだけど、本当に塗ってないみたいな感じで、でも爪の色がほんのり明るくなる感じでさ、でほんのりパールもあるからさ、ちょっと可愛いのよ。まあパッと見た目はわかんないかもしれないけどね。なんか可愛いんだよ。可愛いのこれ。うん、なんか気に入っちゃった。いや、いつも私ここの使ってんのよね、今最近はね。泉さん、コースターサイズで精一杯でした。デミクさん、皆さんもすごいです。あ、コースターサイズで精一杯だった。まあ、いいんじゃない、でもコースターサイズで、ちっちゃいものからね。結構時間かかるからね、ここまでやるとね。でかいから。モッピー、100均のマニキュアで2メカのマーブリングしてたね。ああ、なるほどね。自分の爪に塗ってたわけじゃなくてね。はい。小見さん、キット届きましたよ。まだは見てませんが。まあ、ゆっくり編んでください。はいはい。はい。かえさん、関係ないかもだけど、きっと旦那様留守中に届きました。よかったね。よかったね、留守中で。ねえ、きっと皆さん、まあ、お好きな時にね、暇な時にのんびり編んでみてください。で、また、あれです。今、色違いもちょっと考えてるんで、はい。日本でもそのマニキュアありますか、気になるの。あれ、メイベリンニューヨークって日本にもあるでしょ、あったよね、確か。コマーシャルやってなかった、メイベリンニューヨークって言って、日本でもやってた気するけど。なんかあるんじゃないかな、わかんないけどね。私これ使ってんだよ。でね、全然編み物と関係ないけど、でこれがさ、すごいの、トップコートなんだけど、メイベリンのトップコートね、むっちゃいいんだよ。なんでむっちゃいいかって、やっぱりね、このハケっていうか、これがさ、もうこういう形になってて、で、普通のやつよりも太いわけ。もうすっごい楽、これ。もうこれしか使えない今。まあ関係ないんですけど。すいませんね、関係ない話ばっかりしちゃって。いや、マネキュアって出てきたからさ、もうすごいいいんだよ、これ。うん。そう。で、これちょっと、この色にしばらくしようかな。メイベリンあるよ。あるよね、日本ね。うん。メイベリンだから、売ってんじゃない、マニキュア、これ。すごいいいよ。うん。すぐ乾くしね、やっぱりね。速乾性のやつは、最近はもうみんなそうだけどさ。ね。さあ、じゃあ、ちょっとやっていくか。ね。おしゃべりばっかしてもね。はい。させん、させん。ということで、ちょっと、締めてきますけど、まあのんびり締めていくんで、で、三方向でしょ、締めるのが。三方向。普通に締めますわ。いつもみたいに。ね。いつもみたいにやりますわ。三方向で、キュッキュッキュッって締めていくんで、まあそんなに長くなくていいや。はい。今度見てみよう。ね、見てみてください。メイベリン日本にもあるから、もしかしたらマニキュアもあるかもしんないからね。うん。ね。多分あると思うんだけどね。同じもの売ってると思うよ。日本だってロレアルとかもあるでしょ、フランス、ロレアル。メイベリンニューヨークだからメイベリンはアメリカンだろうけど。ね。さあ、じゃあちょっとつまんでやっていくか。ここだから、ここが上に来るのもちょっと待って。ここが上に来るのもあれだから、これを、こう、こう、こうしよう。こうしよう。だから、こっから行こう。よし。で、編む位置は、ファスナーつけるから、どうしようかな。こっち、一つ手前から入れていこう。ね。一つ手前から入れていきます。角っこの、こっちの面の最後のところから入れていこう。ね。あ、こっち側から入れちって。まあいいや。あ、いいんだいいんだ。これで引っ掛けて、ちょっと待って。よし。最初のところだけね、こうやってちゃんと気をつけてやれば、あとは、ね、
ファスナー付けまで行くかな。ファスナー付けまで行くかな。でもファスナーを付け終わるところまでは多分行かないと思うんだ。はい。じゃあこれ普通に入れていこうと思います。向こうからこっちにね。普通に。これだと、ね、いつも私がやってるやり方じゃん。これなんていうのこれ。なんていうのなんていうのまあまあまあ、普通にかがってるだけだけども。ね。あれもあるじゃないですか。この前、なんだかのやつでやった、こことさ、ここ拾ってくやつ、こうやってくっつけて、なんだ、えっと、えっと、かがってる線が出ないようにする方法ももちろんあるんだけど、あえて出してもいいかなと。あの、クッションカバーはね。うん。なんだ、モチーフをさ、つなぎ合わせるときはさ、出ない方がいいときの場合もあるからね。うん、これは別にいいやっていう感じなんで。いいんじゃない？これでやっていこう。はい。はい。マニキュア。うん、マニキュア。そう、マニキュア。なんかさ、ほら、前言ったと思うんだけどさ、マルティニクにいる時にさ、使ったさ、無地のさ、除光液ね。もうダメだね、あれ。ダメだった。全然ダメだった。ね。使ってる人いる？私ダメだったわ。うん。だからね、爪がボロボロになっちゃいました、除光液のせいで。いつも使ってんのは私、資生堂のやつ使ってんですね。これね。これが一番いいわ、やっぱり。これね。これ。エナメルリムーバー、さっと落として爪が白くならない。もうずっとこれ何年も使ってんだけどさ、普段はさ、資生堂。今回日本で買うの忘れちゃって、もうこれしかなくてどうしようと思って。で、こっちで買ったのよ、除光液ね、一回ね、前にね。買ったらさ、すっごい匂いがやっぱりきつくって、で、しかも爪が白くなるしさ、なんかきついわけ。全然良くないのよ、やっぱり。で、それは結局なんかダメだ、爪がボロボロになると思って、そいつは捨てちゃったんだよね、結局。使い切る前にもう、ダメだ、どうせこれ使わないと思って。で今だから資生堂のこれをね、大事に大事に使ってんね。うん。大事に大事に。次の帰国まで、待たなきゃいけないから。なくならないようにしないとさ。うん。これが一番いいわ、私。ロフトとかハンズにメイベリン大概ありますよ。そうなんだ。そういうとこに入ってんだ。ロフトとかハンズに。そうかそうか。普通のあれには入ってないの？ドラッグストアとかに入ってないの？普通のとこには入ってない。ね。今はジェルなのでマニキュア久しくしてないな。ジェルなんてしたことないよ。ね。うん。この前なんかシール貼ってたけど。ね。シールぐらいだわ。ジェル、どうなのジェルは。やっぱりジェルの方が良かったりするの？よくわかんないんだけど、なぜやったことないから。だってなんかほら、硬化させなきゃいけないんでしょなんか。ね。ああいうのだからみんな家でやる人はああいうの持ってんだろうけどさ、こっちでも売ってるからね。うん。でもやっぱり主流はマニキュアだよね。お店で見ると。ジェルは、ほんのり売ってるけどね、コーナーがあって、ジェルマニキュアっていうか、ジェルの、コーナーが一応あって売ってるけど、うん、よくわかんないからさあんまり種類もないし、うん、とりあえず普通にマニキュアだわ、うん、ジェルとさ何が違うのマニキュアって。こうなんかつけた時の感じなのか、爪に対するあれなのかよくわかんないけど、何が違うんですかね。なんでジェルっつうのが出てきたんですかね。ジェルの方がトゥルットゥルだよ、トゥルットゥルだよ。あ、そうなの？トゥルットゥルになるの？へえ。何が違うの？仕事でネイルできないので、休みの日だけマニキュアしてます。あ、わかるわかる。セルフはしたことない。本当。私もさ、病院で働いた時なんかマニキュアなんか絶対できないからさ、好きなのにさ。でさ、結局だからマニキュアする時ってさ、バカンスの時だけよ。休暇の時だけ。その時はもう必死こいてマニキュアしてたわ。ああ。付け爪とかもさ、したけどさ、私なんせさ、爪の形があんまり良くないから、付け爪してもさ、すぐ剥がれちゃうしさ、うまいこといかなくって、だからやっぱり単純にマニキュアをした方が結局楽だったっていうね、うん、ジェルめちゃくちゃ長持ちするんですよねって。ぷっくりして立体感あるし、なるほどね、うん、そうだよね、立体感あるよね、なんかね、うん、だからジェルの方がまあいろいろ遊べるのかなやっぱりね、うん。いやでもなんか全然なんか
一時期なんかだからさ、なんだ、ネイルのさ、いろいろあるじゃない、デザインする人とか、やり方とかさ、いろいろ。それをさ、なんだろう、あれ、何で見せたんだろう。インスタかな、インスタかなんかでさ、見てた時にさ、すごいなと思って見てたんだけどさ、まあ、素人はここまでできねえなっていう感じのね、いろいろやり方があって見てたけどさ、それもジェル、海外の人のやつだけど、ジェルじゃなくて普通にマニキュアでやってたけど、すげえなと思ってさ、ねえ。で、ジェルはジェルでまたすごい立体になるじゃん。うん。マニキュアだとあそこまでできないもんね、ぷっくりはね。うん。へえ、でもなんか私はとにかく爪の形がコンプレックスだから結構ね、ほんとね、この動画を始める時にそれが一番コンプレックスだったわ。人様に自分のこの爪を見せるのはすっげえ嫌だなと思ってたんですけど、うん、まあまあまあ、まあまあ、しゃあないわ。しゃあないわ。ね。本当に。だって顔見せて、あれじゃん。編み物したって意味ないじゃん、編み物で。手作業のもの、顔見てやったってしょうがないし、まあ顔出す気はないけどさ。うん。顔だってそんなねお見せするような顔でもないんでね。うん。長持ちだし綺麗。ほう。犬を飼い出してから匂い気になって全くしなくなりました。ジェルやってみたいな。ほう。ジェルは匂いとかないの？別にあんの？ジェル硬化する方が普通の乾くするより早く自由になるのがいいな。おお、なるほどね。こうなんかすんじゃん、こうやって。あれなんか1分とかやるの？あれはさっさと固まるの？やっぱり何分やってるか知んないけど。ネイル、マニキュアは結局ほら、一度塗っただけじゃダメだから二度塗りとかするんじゃない結局。そうするとすごい時間かかるよね、乾くまで。速乾性って言ったってさ、ね、速乾の言ったって、速乾っつったってね、あれだもんね。一度目塗って二度目塗ったら一度目が溶けるからやっぱり。だからそうすると、また時間かかるもんね。一度目一回乾いても絶対溶けないんだったらいいけど、そうじゃないじゃん。うん。二度目塗るとさ、一度目のやつってやっぱり溶けるからさ。これではまた固め直しみたいになるじゃん。言ったら。うん。ね。さっさと固まるよ。そう、固まるのは。そうなんだ。顔見せで編み物してもいいですよ。顔見せで編み物って、顔見せって本物の顔、それとも、スケキヨだったらいいけど。うん、だってスケキヨ嫌がる人いるんだもんだって。最近出してないね、たまにしか出せないよ、あれは。本当に。さっさと固まる。じゃあ効果って言ってさ、こうやってさ、当ててるじゃん、こうやって。当てて、あれが終わったらもう固まってるってこと？ 1 分ぐらいで乾きますよ。はい。1分ぐらいで固まったらもうその後は気にしなくて何でもできちゃうってこと？マニキュアと違う。マニキュアはこうやって、例えばこうやってこういうのするときもさ、こうやって持ってわざわざこうやってさ、指と指がさ、こう当たんないようにこうしてさ、して置くときもさ、こうやってやってさ、指先がテーブルとかに当たんないようにさ、こうやってやってさ、こうやって待ってんじゃん。こんなことしなくていいの、ジェルは。ね。うん。へえ。デミコさんの爪は働き者の手ですよ。そうっすかね。私は働き者かな。怠け者なんだけどな、基本。どっちかって言ったら怠け者ですよ。うん。ゆきみさん、ジェルは取るのが大変そうなイメージ。取るのはね、なんか大変なのかな。でも最近はあれなんじゃないの？良くなってんじゃないの？そういうの。昔はなんか爪が削れてなんかどうのこうのみたいな、剥がれてっていうかね、削れてうんちゃらかんちゃらみたいな話してたけど、どうなんですかね、今ね。うん。スケキヨ好き。ありがとうございます、あんこ姫さん。スナミリさん、昔は寝る前にマニキュア塗って気がついたら布団の跡が詰めて、そんなしょっちゅうだったよ。だからさ、なんていうの、時間かけて乾かしてもさ、なかなかやっぱりさ、乾かなくてさ、最低でもさ、やっぱり1時間とか置かなきゃいけなかったりとかしてさ、完全に乾かすのにね、二度塗りとかすると。で、そうするとさ、もう乾いたかななんて思ってさ、靴下履いてさ、そして後で気がついてさ、靴下脱いだら全部その跡が残ってるとか、そんなによくあったよね。うん。で、布団でね、入って寝たら朝起きたら跡がついてる。ほんと、しょっちゅうだよ、そんなの。もう大丈夫かなと思ってもさ。うん。で今のやつはだから塗るときはさ、速乾性だから乾くの1回目は早いけどさ、こうやって塗ってさ、だからこんなのはすぐ乾いてその後何でもできちゃうけどさ、少しでも厚みができる。だから2回目塗ったりとかで少しでも厚みが出るともうあれだよね。相当待たないとこう当てらんないよね。うん、本当に。マニキュアは時間かかる。あ、すぐ何でもできるんだ。へえ、スケキヨはでも、本物の顔でもどちらでも。いや、本物の顔は本物の顔は。ちなみにさ、そう、効果したらすぐ触って大丈夫。効果、それはお金の効果になってるよ。ねえ。
もうマニキュア塗ってる途中でトイレ行きたくなると悲惨。あ、ほんとそうだよね。ほんとそうだよ。悲惨だよ。うん、ねえ、マニキュア塗ってる途中でトイレとかさ、あとマニキュア塗ってる途中でさ、なんかあれだよね。なんか呼び出しっていうかね、そういうことがない時間帯にやらないと。でもそうなると夜だったりするじゃん。そうすると夜やっちゃうと寝れないって話になっちゃうからさ、いつやりゃいいんだって話だよね。本当はね、時間かかっちゃう。そう。だから、もうこういうやつだったらさ、今見せたこういうやつだったら別にもう一度塗りでもいいじゃん。こういうのあったら。で、二度塗りしても別にいいけどさ、ね、つけてね、あれしてもいいけど、こういうだったら一度塗りでも OK だからさ、ね、トップコートだけじゃちょっとつまんないなっていう気がするんで、これだと本当に気づく人は気づくけど、まあ気づかない人は気づかない。でも、本当にちょっと爪の色が明るくなるわけ。なんかいいなと思って。で、光当てるとやっぱり少しパール入ってるからね、いいんじゃない、こういうさりげない感じが。と思ってるんですけどね。まあ爪がね、なんかもうこういう爪なんで、私は丸っこい爪なんでね、ほんと爪の形子供の時からあれだわ、コンプレックスだわ、爪は。こういう綺麗なさ、長い爪してる人いるじゃん、ナチュラルで。どうしたらああいう爪になるのって思うんだけどね。なんかわからんけど、娘がやってくれた、娘さんはあれなのかな、そういうお仕事とかじゃなくて、あれなの、普通にみんな若い子とかは、普通に自分でやっちゃったりとかする感じなのかな。間違えた。レイムさん、爪コンプレックス、嘘、全然綺麗よ。いやいや、コンプレックスではもう超コンプレックス。全然もうなんか、かっこ悪くてすっごい嫌なんだよね。とにかく爪っていうか手はもう基本コンプレックスだわ、私。それなのに手出す動画とかやってどういうことって話なんだけど、ほんと手はね、コンプレックスよ。だってさ、昔から男みたいな手とか言われてさ、で、ゴツゴツしてるしさ、すぐ荒れるしさ、なんか赤切れとかさ、子供の時とかひどかったんですっごい赤切れとかね、もう、なんつうの、もうすぐ切れちゃうしね、こういうところ。こっちは幸いここの爪のこういうところ切れる人いるけど、ここは切れないんだけどさ、こういうところは全部パキ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 切れてた、子供の時。すごかった、赤切れが。とにかくすっごいコンプレックス。趣味だよ。あ、趣味なんだ、そうなんだ。親指は横方向に塗るのよ。横方向、こうやって塗るの、縦じゃなくてこう塗るの？えそうなの？なんでそれはなんでなんか理由があるの？十分シュッとしてかっこいい手ですよ。そうかな。もうほんとコンプレックスでシワシワ、子供の時、まあ、今はあれ年のせいかもしれないけど、子供の時はとにかくすごい荒れてる手でさ、いっつもね。で、なんかみんなよりもシワが、こういうところのシワっていうのかな、が多くて、すんごい嫌だったよ。なんでみんなぷよぷよした手、ぷよぷよっていうかなんかすっきりしたシワのない手してるのに、私なんでこんなゴツゴツシワの多い手になってんのみたいな。男みたいな手してた。本当に。すごいなんて男みたいな手してるねって本当何度も言われた、子供の時。すっごい嫌だった。そうやって多分そうやって言われたからコンプレックスになってんだよね。そんなん言われないで普通に過ごしてたらあれなのかもしれないけど。ね、どうよ。いい感じだわ。はい。はい。イスタブラックナジャさん、ヘロ、Thank you。トワロさん、爪、小学生の時に洗濯バサミで細くのように挟んでた記憶ある。あ、やってた人いるね。いる。なんかそれ聞いたことある。鼻とかもつまんでる人いたよね。高くなるように、つって。鼻もやってる人いたよ。ちなみにさん、私もコンプレックスある。ジェルしたらごまかせる。ジェルしたらこうやってね、ごまかせるよね、きっとね。ね。リカさん、リャクルタ、こんばんは。リャクルタ、こんばんは。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ナジャさん、私も、ニャンヤさん、私も男みたいに骨っぽい手だからマニキュアが似合わなくて、デミコさんみたいに薄い色なら塗れるかな。塗れるよ、塗れる。まあ、私なんかもう、違うね、逆に濃い色塗ったらいいんだよ、こうついてる。濃い色塗ったらね、いいと思うよ。あんまり可愛い色じゃなくて、こういうやつだったらさ、ほら、ナチュラルな感じだからあれだけどさ、
色の濃いやつをね塗った方がいいと思う、逆に薄いやつより。うん。泉さん、私も子供の頃からシワが多く、サルテって言われてました。いや、サルテって言われてたのかわいそう。ね、サルテって言うんだ。私もそうかもしれない。でも、そんな感じじゃない。形が変なんだよ。自分形が変なんだよ。そう。ナジャさん、はい。ありがとうございます。はい。スナミリさん、私も指太いからきっとデミクさんは男らしいよ。指太いんかな。でも私もね、指太いっていうかね、節が太くって、なんつうの、だからごついって言われたんだよ。で、こうやってやると、ほら、なんかこうやってやったらしいやができてさ、ここの関節が太くって、なんで太いんだろうっつってね、パキパキやってたからだよなってよく言われたけど、そうかなって、そんだけの理由でそんなになるんかいなと思うんだけど、とにかくこの節が、ね、で、でもまあ、幸いなことに、そこまで指のサイズはでかくないから、あれなんですけどさ、Good work! Thank you very much! はい。ナジャさん、ありがとうございます。熊助さん、こんばんは。私も手がプクプクしてコンプレックスプクプクしてる顔ってさ、なんかさ、あのー、なんか可愛いなと思ってたよ、私、友達の手とか見て。うん、なんか可愛い手してんなーって。私、ゴツゴツだったから、プクプクのがいいなと。なんかちょっと思ってたけどね。カエルさん、横長、そうか、横長でちっちゃい、あれだからこうやって塗るんか。こうじゃなくて。私もだって横長で言ったら、だって。ね、親指がこう縦に流したって信じらんないよね。マジで。うん、親指が縦に流した信じらんないわ。どうしたらそういう親指になるんで、親指の爪になるんと思って、不思議でしょうがないの。うん。でかいじゃん、親指って。だから横長になるじゃん、普通って思っちゃうんだけど、違うのかな。ゆきみさん、私は逆に見た目は男っぽいのに手だけ女子だったのでギャップに驚かれました。ピアノやってたからかな。私はピアノやってたんだけどな、ピアノやっててピアノの先生に散々言われたんだよ。私、いつも、本当あんたの男、あんたってって男みたいよねって。私もピアノの先生になんか毎回のように言われてた気がするよ。うん、本当に、本当に、本当にって言って。うん、そう、いつもそう言われてた気がする。うん、本当あんたのってって男みたいな手やねって言って。うん、ねえ。だからピアノやってたからっていうことじゃないと思うよ、多分。うん、多分ね、うん。間違いないね、入れないと。ね。このあれだよ。これもまた違うデザインでこういうのは作りたいよね。って密かに思ってるんだけど、クッションカバーばっか作ってどうすんだってね感じだけど、はい、そう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 。一生懸命細く見えるには指を長くしようとしてるけど、仕事するとすぐに割れる。爪は長くね。そう。爪は長くね。私もそうだよ。すぐ割れちゃう。爪弱いよ。基本的に。うん。私、ペラッペラの爪してっからさ。うん。厚みがないし。ペラッペラ。いや、今短いからちょっとお見せすることはあんまりできないんですけど、こうやって爪をさ、こうやって押すとさ、こうやってすぐペラッペラ。わかるでしょこのペラペラだ。わかる？私のこの爪、押すとこうなるのすぐ。ペラペラなんですよ。ペラペラなんですよ。小指の爪の方が中指より強くって、人差し指はある程度強いんだけど、それでもペラペラで、まあ親指ぐらいじゃない結構しっかりしてるのって。それ以外は全部ペラペラでこれすぐ潰れる、こうやって。こうやって。こう。すぐ。こうやって。本当にペラペラ。うん。だからすぐ割れるし。その先生ダメね。大きな手がピアノに有利だってことを言いたいなら言葉を選ばないとね。まあそうだよね。うん。まあでも手は小さくはないから結構届いてたけど、でも言ったらそのピアノの先生だって似たような手してたような気がするんだけどね、私と。ああ、うん。ピアノはでもね、うん、そうだね。手大きい方が有利だよね、やっぱりね。私の友達でピアノの先生になった子がいたけど、彼女は手がちっちゃくて苦労してたよ。うん、1オクターブが届かないって届かないぐらいの手だったから。あピアノの先生になったけどね、それでもね。うん、私よりちっちゃい手してたわ。その子はプクプクの手してたわね。まあ今でもきっとプクプクなんだろうけど、もうだいぶ合ってないからあれだけど。うん、どうなんだろう、ピアノ。ねでもなんか手が綺麗な人ってどうなんだろうね。あの、何もしないのかなってなんか思われそうな気もしないよね。手が綺麗だとね。なんかいるじゃないネイルをさ、こうなんていうのネイリストっていうんじゃなくてさ、
爪をさこう綺麗に保つためのそういうことやってる人っているじゃない、うん、でそういう人ってなんか例えば爪をさこうやってさいろんな例えばこの爪がこうやって見た時に自分の指よりもこう中に入っちゃってる人っているじゃない、こう白いのがさこう白いところがもう中側に行っちゃってる人って、そういうのはさ爪が当たるからどんどん剥がれてくんだって。本当はこの爪の範囲っていうのはこの指先の範囲まであって、だから私なんかも結構だから白がこうやってね、例えばこことか中入ってたりするわけよね、少しね。でこれが本当の爪の長さじゃなくて、本来は指先までが爪の長さになるから、でも中に入っちゃってる人っていうのは爪をこうなんか使ってるからこう爪が剥がれてくんだっちゅう話でね。でそれでだからそういうさ爪をきれいにするっていうことをさだから爪を当てないように作業しましょうみたいなさ、そういうことをさ言ってるのをさ見たことあるけどさ、いやいやいやそれってさ、いやいいんだけど何にもできないよっていうさ、例えばだからこうやって当てるのもダメだっちゅうわけよ。でもちろん爪でこうやって引っかくのも絶対ダメじゃん。だからとにかく爪がこう当たらないように何かするときは必ず指の腹でこうやって持ったりとか、これ持つ時もこうやってつまんじゃいけないっちゅうわけよ。こうやって指と指でこうやって持ってっちゅうわけよ。こんなんもう時間かかっちまうないよね、作業するのにさ。ねちょっと生活できないって、じゃあキッチン作業とかどうしてんのしたら全部手袋してやってるっちゅうわけよ、ゴム手してね。料理するのもゴム手金毛と思ってさ、なんか爪を守るために爪をきれいにするためにそこまでするのはちょっとなって思うからね。どんなに爪の形が悪くってね、その爪をきれいにしたいなと思ったけど、ちょっとそこまでやる気にならんわね。ゴム手しながら調理とか無理だわ、できない。私はぷくぷく、本当はぷくぷく系働いてない手だってよく言われるよ。めっちゃ働いてるのにさ、見た目で判断しちゃいけないよね。ね、見た目で判断しちゃいけないもんだねって思うけど、でもなんか本当になんかそうやってさ、なんかゴム手して何でも作業やってますとかさね、何々では何々はしませんとかさ、例えばさね、なんか何でもなんていうの、とにかく爪を直接当てないように作業してますとかさ、いや不可能だわと思って、時間かかってしょうがない、無理無理っていう感じで。そう、次女が指絡みでピアノ教室嫌がってやめたよ。本当？それはなんか言われたのやっぱり。ねえ。あれだよね。なんつうの、手とかもそうだけどさ、私みたいなさ、例えばこうやって男っぽいわねって言われてもさ、ね、大きいからいいじゃんとかさ、いろいろあるわけじゃん。いいとこと悪いとこと、なんでもね。手だけじゃなくてなんでもね。うん。だから、やっぱりそういう時はね、ダメなところがあっても、でもその反面、こういうところはいいところだよっていうのはやっぱり見つけないといかんよね。やっぱりね、ここはダメダメダメなんて言ってたら、潰されちゃうよね。私もよく分かったよ。それ大人になってからだけど。子供の時は全然分かんなかったよね。それね。でも大人になってから分かったよ。うん。そうか。これダメなところはダメだけど、でもダメな分、いいところっていうのはあんだよね、逆にみたいなさ。だからメリットとデメリットっていうのはね、もう絶対あるからさ、って思ってさ。大人になってから分かったけど、子供の時はね、分かんないもんね、やっぱりね。言われたらもうそのままだもん。マリゲリータさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。それは無理だ。無理だよね。本当に。ツイティミキさん、年取ったら指の関節ゴツゴツしてきた。本当に？どうだろう、私はもともとゴツゴツだからあんまり変わった気はしないけど、まあ昔に比べたらだいぶ色が白くなったわねって思うけどだいぶ色が薄くなったなーっていうふうには思うけどね。なんせ子供の時からもう焼いてばっかりいたからさ、焼いてってか自然児だったからっていうか、なんつうの、野生児か。野生児っていうのが野生児のようだったからもう真っ黒系でさ、で大人になってからもさ、なんかちょっとあれじゃん、すぐ焼けるから一応なんつうの、日焼け止めはつけるけど、日焼け止めつけながら焼いてたからさ、やっぱりさね、だから紫外線アレルギーになっちゃったんだけどさ、本当に。でもそんな感じで真っ黒黒助だったからさ、子供の時よく今はねあれなんでしょ、放送禁止用語ね、テレビでね放送禁止用語のちぶくろ散歩ね。これ YouTube だからね、別にね言っても別にいいと思うけど、あんなのだって勝手に自主規制してるだけの話だからね、放送禁止用語っつうだね。だから別に言ったっていいんだよな言ったっていいんだけどさ、そう
で、だからさ、私もさ、子供の時はちびくろ散歩だったからさ、もう散々言われたよ、ちびくろ散歩とか、ダコちゃん人形とかね。よく言われたよ。よく言われたんだけど、もう真っ黒でしたよ、子供の時は。手も真っ黒さ、本当に。うん。自分こうやって今見ると白くなったな、白いなって。これでも、マルチ肉で焼いてきた後なんだけど、それでも白い感じだよね、自分的には。うん。いや、本当ね、私がね、一番焼いた時のね、写真を見せてあげたいぐらい大人になってから。もう本当、私全然年齢的にはさ、全然違うんだけれども、まるであれですよ、昔いたじゃないですか。この中にもね、見てる人にもいるかもしれない、元ヤマンバが。ね、ヤマンバって時代があったじゃないですか。ね、ギャルメイクのね。ヤマンバってなんで合ってないんだろう。おかしいな。どっかでずれてんな。こういう時はポコッと入れて2つ入れちゃう。2つ合わせちゃう。なんかずれてんね。どっかでずれたね、きっとね。ずれてる。もう喋りながらやってっから、もうちょっとごめん、ほどくわ、途中までね。ヤマンバやってた人いる？あれ、もうなんか真っ黒クロスケだったじゃない、あの子たちもさ。ねえ。私はナチュラルであのぐらい行くんじゃないかっていうぐらい結構黒い時があって、ああ、結構すごかったよ。うん。こんばんは、なほ姉さん、ありがとうございます。こんばんは、昨日人生初のネイルサロンで、見た。うん。びっくりしたよ。ネイルサロンだと思って。なほね、ネイルサロン行ってると思って、インスタで見たよ。いいねしといたよ、もちろん。デミカさん、手は美しいよ。そうかね。どうだろうね。どうだろう。動画の場合は綺麗に見えるようにほんのりあれですよ。あのあのあれですよ。上げてますよ。あれを、明るさを明るさ上げてますよ、少しね。うん。チューリップさん、手が大きいからおにぎり作るとでかいおにぎりができる。あ、それはそれでまたいいじゃないですか、ある意味ね。うん、あれ、最初からずれてんの？私。そんなことないよね。おかしいな。ちょっとでも一目ずれてんな。どういうことだよ。最初からずれてんの？やべえ、最初からずれてたらどうしよう。最初からずれてる？そんなことねえな。そんなことないぞ。でもなんか怪しいな。もうしょうがない。戻るわ。気に入らねえから戻るわ。ね、もうちょっと早くに気づけばよかった。今までの時間が無駄だったぜ、私のこの作業の方がね、おしゃべりの方は別に無駄じゃないからいいんですけど、まあのんびりやりますわ。はい。スナメリさん、私もちび黒って言われてた。昔は黒い方が流行ってたしね。あ、そういう時代もありましたよ。うん。だからね、もうみんなこぞって焼いてたわけですよ、昔は。ね。80年代なんか小麦色の肌なんつって。80年代なんかはね、もう私幸せな時期でしたよ。本当にいいなーって言われてた時期ですよ。その後美白とか何言っちゃってんのって話だよね。でも私は20代の後半までね、普通に焼いてました。うん。ね、美白なんて言われたって、美白何それ美味しいのみたいなね。美白なんて私に無理に決まってんじゃんみたいな。そんな年にね、3回も4回もビーチバカンスするようなさ、人がさ、そんな美白とかやってらんないわって話でさ。うん。ほんとそう。ね、やいこさん、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。うーたん、当たり前に言われてた。チビ、大人になったら白くなるって、大人は慰めてたけど、ならんかったけど何か。でもね、大人になったらね、白くなるって、でも一理あると思う。うん。っていうのは、子供ほど、なんつうのかな、外でギャーギャー遊ばないじゃない、やっぱり。うん。あんまり大人になると仕事もあったりとかしてね、外で働かないね、外であの働く仕事じゃない限りさ、基本家の中にいるじゃない。子供は外で遊んでるじゃない、結構あの時代は。今はそうでもないかもしれないけど、うん。だから大人になったら白くなるって、別に白くなるわけじゃなくて、地黒は多分治らなくて、ただ焼けないだけだと思うんだね。うん。そうだと思うよ。で、うちの母親もなんか言ってたもん。うちの母親も大人になってからね、お母さん白いなと思ってたけど、実は子供の時は真っ黒だったっていう話をね、聞かされて、そうなんだと思ってさ。うん。だから大人になったらまあ、焼く機会がなくなるっていうかね、地黒は変わんないけど、だから焼かなくなるだけで、焼けなくなるだけで、地黒はそんなに変わんないと思うけどね。うん。ネイル行ったのね。そう、なお姉さんネイル行ったのよ。そう。インスタグラムで見てね、おーと思って綺麗な爪になってたよ。うん。ついてみきさん、子供の時日焼けして髪の毛もチリチリだじゃったから焼きそばって言われた今はストレート。何それ、日焼けして髪の毛チリチリになるのそれ。それ燃えてない？
日焼けじゃなくて。それ燃えてない？大丈夫？私普通にチリチリになんなかったよ、髪の毛。普通に真っ黒クロスケのストレートだったけどな。うん。あ、でも単発だったからな、子供の時は。すごいなんか男の子みたいな頭して、だから男の子と間違えられてたんだよ。男みたいな、もうほんと、なんつうの、角刈りみたいなぐらい短くしてたこともあるよ、子供の時。なんでそこまで短く切らせた親みたいな。お母さんなんでここまで切らせたみたいなね。うん。ちょっとありましたけど、それね。懐かしい。私もチベルコサンバだった。ドジンとも言われてた。あ、ドジンも言われてた。昔は普通に言ってたよね。で、それでさ、クソってさ、なんか思うけどさ、だからっつって差別とは思わんかったよね、その言葉はね。チベクロサンバなんて言われたって別にね、キャラクターでチベクロサンバで可愛いじゃん、だって。うん。なんであれが発揮になるのかわかんないんだけど、チベクロサンバが。あれ可愛いじゃん、あの話だってね。うん。チベクロサンバだって。私なんかダッコちゃん人形言われてさ、そう。あと人形焼きとかも言われてたよ。人形焼き。うん。ひどいよね。うん、ある意味人形焼きの方がひどいと思うんだけど、中袋サンボイとかダコちゃん人形よりひどくない？人形焼き。埴輪みたいじゃん。埴輪中華。ドジンも言われてたけどな。うん、ありがとう。なるほどね。ありがとう。仕事から色はつけられないけど、お手手ガサガサはかっこ悪いからちゃんとケアしようと反省した。あ、なるほどね。まあ少しでもね、ちょっとね、綺麗に見えるっていうかね、うん、いう感じがいいのかもしん、いいのかもとか、他人に与える印象はね、いいかもね。うん。色白の肌はシミになりやすいし目立つんですよ。いや、色黒だってシミになりやすいっすよ。うん。なりますよ。いや、シミになるまでの時間がもしかしたら白い人よりはゆっくりかもしれないけどね、耐性あるし、もともとメラニンが多いから。うん。ジャングルクロベも放送禁止になったのかな。ジャングルクロベってなんだ。あ、モンチッチ、私も言われたよ、モンチッチは。うん。ジャングルクロベって何？私知らんかも。それ知らんな。なんだろう。ジャングルクロベ。モンチッチ言われたよ、私も。モンチッチ。ね、モンチッチ言われたわ。ね、埴輪みたい。抱っこちゃん人形腕につけてたね。うん。私はね、そこまではね、まだね、あれなんだよ。あれなんだよ。リアルタイムじゃないんだよ、それ。抱っこちゃん人形を腕につけるのはリアルタイムじゃないんだよ。うん、そうなんだ。その後だわ、生まれたの。生まれたのが後かどうかわかんないけど。私の子供の時は抱っこちゃん人形は腕にはつけてなかった。うん。ほんとほどいてるよ。すいませんね。いきなりここで来た人は何やってんだって話かもしんないんだけど、ずれた。ごめんね、ずれた。昭和のアニメ知ってる人いないかな？ジャングル黒部。あ、昭和のアニメなんだ。知らんな。アニメか。テレビでやってたんか。ねえ。別に黒くたっていいじゃんね。本当に。いや、ちびくろサンバなんて、あの話すごい面白いじゃんね。うん。面白いっちゅうか。私はあれでちびくろサンバはもう本当に憧れたわ、バター。おーと思って憧れたわ、バター。バター美味しそうだなってね、うん、あれのバターがむっちゃ美味しそうに感じてね、本当に。ダッコちゃん人形リアルタイムでした。あ、本当？ダッコちゃん人形はリアルタイムじゃなかった。うん。チューリップさん、小学校で夏休み明けでクロンボ大会やった。あ、本当？まあそうだよね。小学校の夏休み明けはみんな真っ黒になってくるからね。私なんかクロンボ大会なんかやったらほぼ優勝だよ。女子の中ではほぼ優勝確実だよ、私。マジで。うん。うん。男子合わせたらわかんないけど。でもいいとこ行くんじゃない？結構。私女子の中だったらもう実際自信あるよ、優勝する。マジそんぐらい真っ黒だったもん。マジでね、本当にね、これで最後にしようと思ってむっちゃ焼いた時があったんですよ。27の時ですよ。確か。26だか7だか。そうだね。そう。で、その時むっちゃ焼いて、で、で、その時はね、4月だったんだよね。で、それで新人が来る前に、私は、有給休暇を取って、で、ちょうど帰ってきた後が新人がちょうど来る日だったんだよ。で、
帰ってきてバカンスから帰ってきて仕事に出るじゃないですか、月曜日からね仕事に出るっていう時、その日に新人が配属で、部署に来るっていう日だったわけ。はいだまあ私ほら病院だから白衣じゃないですか着てんのね。うん、病院で白衣着てるでしょ。で真っ黒黒なわけだからね、そのコントラストがすごすぎて、でどんだけ焼いてきたのって同僚にはもちろん言われるんだけれども、なんでだって新人が初めて見た私のその真っ黒黒助のその私で先輩、職場の先輩がね、最初外人かと思ったって言われた日本人じゃないかと思ったって言われましたよ。うん、そうむっちゃ焼いてたね。でその時の写真さすがにさ、私もさすんげえ焼けてんなと思って、でしかもその日がさ職員証をさ撮影する日でさ、真っ黒クロスケのさ職員証よ私、その日に撮ったから、新しい職員証すんごい嫌だったわあ真っ黒なんよ。ほいでね、でそのバカンスの時に撮った写真ってまあもちろん未だにあるわけですけど、まあ写真その時はまだ写真なんでデジタルじゃないんでね、だから写真なんだけど、この時ね旦那と撮った写真も多分あると思うんだけど、旦那とか今の家人とね撮った写真もあると思うんだけど、本当に真っ黒笑えるぐらい真っ黒、うん、日本人に見えない、普通に現地人に見えるわと思って。その時はどこで焼いたんだっけ、インドネシアだ、インドネシアで焼いたんだけどさ、いやもうすごかったわ。もうすごかった。本当に。焼きたくても赤くなるだけ。うん。ジャングル黒部別館校ですよね。別館、別館。ちょっと戻るか。タコちゃん人形。タコちゃん人形は憧れでした。ど田舎なもので。田舎だとタコちゃん人形はなかったってこと？ちょっとこの辺からごまかそうか。ごまかせるかな。ちょっと待ってね。ね、ちょっとごまかす。ね、あんまり戻ってもあれだから、ちょっとごまかすわ。ね、しょうがない。ごまかせる？あ、いけるいける、全然。多分この辺できっと、じゃあ間違ってるんだよっていう話で。こっちはだって揃ってるもんね。あれおかしいな。あれこっち揃ってないな。最初から間違ってんじゃないこれ。じゃあちょっと行くか。しゃあねえな。うん。最初まで戻る。戻ります。ねえ、ジャングルクローベ知らんな。マネギリタさん、イラシラさん、虎のバターはなんだっけ、ちびくろ3本。ジャングルクローベ別観光。別観光なんだろう。焼きたくても赤くなるだけ、いるように焼きたくても赤くなるだけ、うちの家人もその類ですからね、色白な人ですからね。だからうちの家人はだからもう焼くときは、昔はだからそういうビーチでさ、働いてたときはさ、もうあれよ、時間かけてゆっくり焼く方式よ。ね。で、ね、半年かけてね、やっと焼いて、なんとなく黒くなりました。ああ、なんとなく黄金色に近い感じになってきたかな。ちょっと焼けてきたな、ふーって思ってたら私がいきなり来てさ、ね、1時間焼いたらもう全然その黒さを越しちゃうっていうさ、ね、もう旦那があれだわ、ね、家人ががっかりしてたわ。せっかく半年かけてここまで焼いたのに、君は1時間で僕を起こすのかっつってね、言われました。別観光って言うんだ。へえ、聞いたことないな、別観光。へえ、ムーネママさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。バレーボール日本男子パリ決定です。あ、本当出場決定おめでとう。バレーボールもね、どうなんだろう。最近どうなのバレーボール日本は。ね。なんか昔強かった時もあったわけだから、また強くなってもおかしくないわけで、頑張って。でも日本が強くなるとルール変えられちゃうからね、バレーボールもね。本当日本が強くなると本当ルール変えてくるからね。バレーボールもそうだったじゃんだって。ネットの高さ変えたりとかさしてさ、やらしいよね。いかにもなんか身長が高くないとっていうね、日本人平均身長低いもんだから、ネットの高さ変えれば日本人勝てないと思って、本当に何でもそうだよね。ジャンプも何でもそうじゃないね。身長の高い人が、ね、日本人ちっちゃいから基本的に身長の高い人が有利になるようにみんなルール変えやがって本当そういう感じ、まあでもしょうがないね。オリンピックはさ白人のあれだから、白人のものだから、白人のスポーツの祭典だから基本ね。アジア人とか勝つと許せんのよあの人たちね。そうやってルールねじ曲げてでも勝とうとするわけよね。ほんとそうだから、世界標準になっちゃうとね本当にあれだよね。やられまくり。でもその中でも柔道は本当頑張ってると思う。ね、いろいろルールとか日本人が強いから一生懸命変えて、日本人が勝てないように一生懸命柔道もしてるけど結局勝つのは日本人みたいなね。
ざまあって感じだよね、本当にね。柔道は頑張ってほしいな。だからさ、なんか剣道をさ、またさ、ね、なんだ、オリンピックになんつって世界標準にしようと思って画策してるみたいだけどさ、なんやらせっかっつってね。日本はあれでしょ、剣道の方は嫌だっつってるわけでしょ、日本の方は。嫌だっつってる人結構いるわけでしょ。だからなかなかそういうとこに剣道入れてこないっていうか、ね、柔道みたいにされたら困るからさ。本当に。だからアルファベットの柔道はね、日本の柔道じゃないからね。だってもう、だって外国人なんか道なんて理解できないじゃん。道ね、道の道ね、理解できないじゃん。だってね、よっぽど日本が好きでね、そういうの分かってる人じゃないと、道っていうことの意味することが外国人には分かんないから、ただのスポーツになっちゃうからね。柔道だってそうじゃん。あれは世界標準の柔道になっちゃったからね。でも日本人はそれでも柔道の精神守ってやってりゃそれでいいと思うけどさ、それで世界に行って勝ってるんだったらそれでいいからね。はい。なんでほどいてんの？ずれたからずれてたから。色黒が羨ましくて、いつもより濃いめのファンデーションつけて会社に行ったら、顔色悪いけど大丈夫って言われたそれは心配されるよ。それは心配されるよ。顔色悪いけどって。そりゃあちょっといつもよりもどす黒い感じがするんじゃない？色が。ちょっと肝臓でも悪いのとか思われちゃうんじゃない？やっぱり。きっとそうだよ。ね、バレーボールおめでとう。やったー。やったね。はい。男子サッカー決勝だね。バーサス K。マジで K 国なんちょっとやばいよ。頑張んないと。ね、この前のさ、あのNK 国との試合、最低だったね、あれね。私はあれ試合全部見てないけどさ、ネットで情報を見てさ、どんな試合だったのと思って一部見たけど、何あの最低な試合。ああいう国とやっちゃいかんよね。でも警国もそうだからさ、基本さ、ほんと気をつけないと壊されちゃうからね。選手、怪我させられて。ほんと気をつけなきゃいけないよ、ああいう国。ヨーロッパもさ、ああいうことが一切ないかっつったらそんなこともなくて、結構ね、あれなのよ、どす黒い感じなのよ。ヨーロッパサッカーもね。あの待って、98年、98年だったか、2002年の時か、2006年の時か忘れたけどさ、2002年の時だっけ？そうだ、2002年の時かな。なんかさ、あれじゃん。ジダンがさ、最後の試合の時にさ、イタリアの人にさ、頭突きしてさ、退場食らってその試合で終了みたいなさ、引退みたいなさ、あったじゃない？あの時だってさ、ああやってさ、挑発してさ、で、ああやって手出させるようなひどいことを言って、これでだからさ、ああいう汚いことするわけよね、ヨーロッパ人もね。あれは本当になんか家族のことをさ、なんて言われたんだっけ、忘れちゃった。なんか家族のことを侮辱されて、それで怒った示談が頭突きして、でそれで退場になったんだけど、レッドカードでさ、あれが最後の試合だったんだけど、現役のね、代表の示談のね、ああいうことするわけよ、ヨーロッパ人だって。ヨーロッパ人っていうか、そういうモラルのない人もいるわけでね、あれイタリアの選手だけど。まあでも怪我させるっていうのもね、こっちは当たり強い国もあるからね。アルゼンチンとかもそうだしね結構ね、ブラジルよりアルゼンチンの方がすごいんじゃない？当たりはヨーロッパで汚い試合するって言ったら、汚いっていうか、そういうなんか相手を怪我させるつもりかいなっていうような汚い試合をするのはどれかって言ったら、どこの国が一番あれなんだろうね、ヨーロッパはね。どこだろどこだろうな。ヨーロッパっつったらやっぱイタリアか。イタリアスペインあたりじゃない？多分イタリアだよ、やっぱり。イタリアだよ。イタリア。結構イタリア。父ちゃんが出稼ぎ土産で東京もの買ってきてくれてたから。東京もの何買ってきてくれた？何買ってきてくれたん？父ちゃん。オリンピック種目にすると剣道の、精神性は壊れるよね。だからしないんよ。NK 国。最低だったよね。サッカーは格闘技だからね。ほんとそうだよ。お前の母ちゃんデービーそうみたいな。
とそうそういう感じだった。お前の母ちゃんデベソみたいなことをそう言われてほいで怒り狂っちゃったね、うん、ほらジダンも結局移民じゃない、うん、でそれでもともとは、あの人はアルジェリア出身だからさ、もともとのさフランス系フランス人じゃないじゃない、うん、ジダンもね。まあフランスの選手なんつうのはそんな人が多いんですけど、純粋なフランス系フランス人はあとあんまりいませんほとんどが移民系ですから、フランスもね。だってサッカーはボール一つあればさ遊べるっていうかさできるから、それでやっぱりなんつうの、貧困層の人たちもできるスポーツだから、やっぱりそういうところからハングリー精神でね上がってくる人って結構いるわけで、で移民の多いね国だからさ、そうなるとやっぱりその移民系の人たちの中でこうやって上にのし上がろうと思ったら、やっぱりサッカーがまあある意味手っ取り早いっていうかさ、なんつうの、他のスポーツやるにはお金かかるじゃない。テニスなんか金持ちのスポーツでしょやっぱりね。でなんつうの、だからほら、例えばアメリカでバスケットボールっていうのも同じことでさ、コートさえあればさ、あとはボール1個でさ遊べるわけじゃん。だからそういうスポーツがやっぱりあれなんだよね。お金持ってない人たちの中ではやっぱり盛んなわけだからさ、うん、そう考えるとまあ移民系が多くなるのもまあ必然なのかなっていう気はしないでもないけど、うん、まあでもとにかくフランスはチームはなんかほとんどの人黒いから白い人あんまりいないでしょフランスって、うん、いないんだよ。でさ、フィールドでさ何人だ、サッカーで11人何人だっけいるでしょ。11人いて、そのうちフィールドで本当に白人系っていうかフランス系フランス人っつったら1人とか2人とかそんなもんしかいないからさ、フランスはさ、うん、ねえ、本当一体どこの国ですかっていうね感じなんですけど、選手だけ見るといやでもフランスなんですみたいなうん、びっくりするけど、そうだよねフランス、そうなんよ、うん、そういう国ですわ。しょうがない。でも移民の国だからね今ね、今となってはもう移民の国みたいなもんで、サッカーチームなんて本当移民だらけのねあれになってっから、あれちょっと結局全部戻ることになるよ私これ。じゃないとちょっとまたずれちゃって、なんか1時間かけて何やってんだって話だよね。まあいいか、うん、まあいいや。綺麗に、いや合わせないとやっぱり柄のものだから。柄じゃなくてね、色だけ柄じゃなくてっていうかさ、色がさほらあれじゃなければ全部一色だったらねごまかしちゃうけど、そういうわけにちょっといかないねこれはね。うん、そう綺麗に仕上げるためにわざわざ40センチのあれをね買ってきたんだからさ、ここでずれてんじゃないのこれ。2番目でずれてんだきっとしゃあないのもう本当に。さあこれでいいんじゃない。ちょっとこことほらそうだよ、ここ拾ってないんだよ。ほらもう本当に最初に2番目拾ってない。1点入った。1点入った。1点入ったって何、サッカー今やってんのサッカー、今やってんの。ちょっと待ってね、サッカー日刊スポーツ、日本代表サッカー決勝は日本に敗れた北朝鮮女子チーム内紛勃発なんだそりゃ知らんがな。本当だ、1点入ってんね。アジア大会サッカー決勝は日韓戦、頑張れね。日本代表は13年ぶり金メダルになるから勝てね。これいいじゃん。ちょっとそうか今やってるのか、すごいな。へえ。これで勝ったらあれだね、日本が勝ったらまた韓国が荒れるんじゃないか知らんがなって話でね、そんなのね、勝手に荒れてくれよっていう話で、ここと、ちょっと待って、ここもう一個外すわ。なんだやれ。よし、ちょっと戻さないと、自分のライブに戻さないといかん。はいね。よかったよ。七重さん始まったばっかり。1時間経った
始まって1時間経ったぐらいですよ。はい。1点入った、日本シュート入った。開始1分30秒ぐらい。ね。だから今9時から始まったってことでしょ、試合。でもこれで油断しちゃいかんからね、やっぱりね。韓国は韓国でまた、あれだから、バイタリティあるからさ、おっかねえし。うん。油断できないから、絶対に。うん。日本はね、フランスもそうなんだけどさ、点数入って油断してさ、また点数取られるっていうのは日本よくあるけどさ、ね、たまにあるけどさ、フランスもよくあるんですよ、実は。フランスも結構そういうとこあって、イエーイって喜んでる隙になんかこう、なんつうの、舞い上がっちゃって、で、それで次すぐ入れられるみたいなことで、フランスも結構多い。私、フランスのサッカー見てると日本見てえだなと思って、ちょっと結構見てたりするんだけどさ。うん。そうだよ、1時間経ってるよ。うん。ここでしょ。こっから間違えてんじゃね。ちょっと、ちょっと。こうでしょ。ここと、ここ。あれでもちゃんと入れてるよね。おかしいな。ここと、ここ。なんでずれたんだ。ちょっと待ってね。数える。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。これで合うはず。あれおかしいな。なんでさっきずれたんだろうね。変なの。よし。さあ、気を取り直して。気を取り直して。うん、もう確認しながらやらないとダメだね。喋りながらやるとやっぱりちょっとどっか散漫になるよね。うん。ね。よし。ちょっとこれで合わせながら、こう入れて、ちょっとこう入れて、こことここ。よし。これで大丈夫だ。これでずれない。ずれてないはず。おっと。2本の状態の時にこれやっちゃいかんのよ。よし。どここここれ。はい。油断大敵だ。そうだよ。油断大敵ですよ。だって相手韓国だし、絶対に気は抜けないよね。うん。ある意味、気は絶対に抜けませんからね。韓国相手じゃ。ね。バイタリティとかね、技術的なことも、技術的っていうかあれもそうだけど、ね、気抜いたらやられちゃうからね。そっちの意味でやられちゃうからね。うん、マジで。マジで韓国危ないから。危ないから。うん、危ない危ない。だから、怪我させられたりとかね、あるから。ほんと気抜けないよ。ほんとだからね、他の国の試合の時はさ、私さ、こうやって見てられるんだけどさ、一番なんか韓国戦がドキドキするわ。怪我しないように、みんな怪我させられないように、みたいな。怖いよね。この前のだから北朝鮮の試合もさ、なんか明らかじゃん、もうさ、潰そうとしてるのが。あそこまでね、して勝たないと。あれなんでしょ、勝ったら勝ったでいいけどさ、ね、もちろんね、ご褒美もらえるんだろうし。でも負けたら負けたでさ、やばいわけじゃん、あの国は。自分の命かかってるかもしれないからさ、ある意味ね。でもコロンビアなんかもそうだよね。結構そう、この前もなんか誰かあれだね、サッカーの試合負けたからっつってやられてたね。うん。命を落としてましたよ、誰か。コロンビアだったと思うんだけど、この前も。コロンビアはたまにありますから、そういうことが。大事なサッカーの試合で、なんつうの、ミスで負けたりとかするんじゃん。例えばオウンゴールとかさ。そういうので負けるとコロンビアって結構やられるんだよね。うん、選手が。そこまでどうしてスポーツに熱狂できるのかしらと思うけど。うん。まあでもしょうがないね。国対国の試合なんかっつったらね、もうスポーツはさ、あれじゃん、もう戦争の代替作業、なんつうの、試合って言いますかね。うん、戦争の代わりなわけだから、オリンピックなんかそうなわけでしょ、言ったらはっきり言ってね。戦争の代わりだからさ。うん。だからそこまで燃えちゃうんだよね。うん、国対抗のやつは。どうしても。国対国のやつは。
熱くなっちゃうんだよね、なっちゃう人はね。まあまあでもそれがある意味自然なのかもしれないからしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないけど、大丈夫、間違ってない。さっきスーパーで男梅シリーズ見ててめこさんの思い出したところだったの。あ、本当？男梅シリーズはね、今ね、着々とね、ちょっとずつちょっとずつ、あの、もぐもぐしてますよ。うん。もぐもぐして。でもあんまり一気に食べないようにしないとと思って、っていうのは、うちの家人の仕事でまたお菓子をね、いろいろもらってきたでしょ、いろいろ。すごいんだわ、お菓子の量が今。うん。そう、すごいの。で、今日のおやつも実はそれ、うちの家人がね、もらってきたやつをね、食べようかなと思ってるんですけど、とにかくね、お菓子がすごいのよ。で、それも食べなきゃいけないし、ほいで日本からの荷物が届いたからさ、ね、そうやって男梅シリーズ以外のお菓子もあるわけじゃない、この前お見せしたけれども。ね、そういうのもあるじゃない。だからさ、食べるものいっぱいあるの、お菓子はね。うん。まあまあ、この前ほら、普通に買い物したから普通の食べるものもあるけどさ、今はさ。うん。いいんだけどさ、まあ、とにかくお菓子がいっぱいあるからあんまりねガッツガッツいかないようにそのどうでもいいいつでも手に入るようなお菓子からちょっと食べないとと思ってね。だって男梅とかはすぐ手に入らないから欲しくてもね、あんまりそういうのから食べちゃいけないんで、今ちょっと男梅シリーズのねやつはね開けずにねそのままね置いてるわ。うん、置いてるわ。1個だけ開けたけどシートのやつね、どうしてもあれだけはね、うん、あれ大好きだから。でほながっつくものでもないからちびちび食べればいいからなかなか減らないからいいんだけどね、あれは。危ない危ない、警告よね。本当そうだよね、警告危ないからね。うん。サッカー見ながら、3104さん、サッカー見ながら、今のしながらでお邪魔します。はい、どうぞありがとうございます。そうか、サッカータイムだったらね、私、サッカーは全然あれだから、アジア大会は全然チェックしてなかったから、ノーチェックだったからね、まさか今日、サッカーの試合があるなんて思ってなかったんであれなんですけど、うん。気を抜いたら水まで取られるしね。そうだよね。あれひどいよね。あれってさ、どうにかなんないのあれ。あ、失礼。だってさ、あれってさ、審判に対するさ、なんちゃらっつうのもあるじゃない？試合が終わった後にさ、抗議したりとかっていうのもさ、ね。で、今回全然甘々だったじゃない、審判が。あれって普通なんかあるんだけどさ、なんで何も出ないのと思って。最初、試合中はさ、イエローカードが6枚だっけ全部でしたけど、審判に対するああいう終わってからの抗議みたいなやつだってあれ取られっかんね。あんまりひどいと。今回取られてもいいぐらいだと思うんだけど。ひどかったよね。うん。なんで、あの、あれなのと思って、そのまま流しちゃったのっていう感じで。不思議でしょうがないんだけど。うん。賞味期限も気をつけてね。賞味期限ね。うん、大丈夫、賞味期限は。気にしないから。うん、お菓子は気にしない。賞味期限。うん、で今日のやつは、うちの家人がもらってきたやつは賞味期限まだ賞味期限ないなんだけど、それはさ基本賞味期限ってほら袋開ける前の話じゃん。開いた状態でもらってきてさ、うん、だからさちょっとどうなのって思うんだけど、まあ食べる分には多分大丈夫だと思うんだ。でもちょっと乾燥してるかもしれないみたいなね。うん、まあどんな感じなのかちょっと分かりませんけど、うん、まあちょっと今日はそれ食べますわね。食べる予定にしてるんですけどね。さっきさランチタイムだからさ、ランチも一応食べたんだけど、ちょっと待ってよ、今日のおやつ結構あれだからあんまり食べないんだこうランチと思って、うん、あんまりランチいつもの3分の2ぐらいで止めといたんだけど、うん、今回の審判甘いよね。うん、甘い甘い。ほんとそう、甘いと思って。寒いには寒すぎてホットココア作ってきたお。ホットココアいいね、ホットココア。私もココア今、うち、ない。切れてんじゃない？切れてんな。切れてるっていうか、切れてから買ってないんだよね。ココアは、やっぱりなんか、あの、あれだから、甘いから。だから甘くないやつをね、買ってくりゃいいんだけどね。うん、いつもそうなんだけど、基本甘くないやつを買ってきてっていう感じだったんだけど、今甘いやつしかない。なんかこっちの、うん、ネスレの甘いやつ。ネスクイックだね。うん。
今回の審判甘いよね。ほんとそう。だからさ、審判、今日の試合はさ、知らんけどもさ、ね、前回の北朝鮮との試合はひどかったね。甘かったね。甘いと思うよ、私はあれ、本当に。さあ、ずれてない？大丈夫？あ、大丈夫だ。よし。今度こそ大丈夫。はい。まあ、まあ、よかったよ。さっきもここで気づくべきだったね。あんまり見てなかった、ちゃんと。あれで、喋りに夢中で。喋りに夢中で。あの時は何喋ってたっけ？あ、マニキュアの話とかしてたんだ。そうだ、そうだ。とりあえずでもこれをね、終わらせないとね。周りを。周りは絶対終わるよね、これだって。そんなに時間かかんないじゃん、言ったらさ。ほどいたから時間かかってるようなもんで。ほどかなければさ。うん。パラグアイに滞在していた時も国内チーム同士の試合がある時の市街地は危険でした。負けた方のサポーターがやばすぎ。あ、そうだよね。にゃーやさん、パラグアイもね、そうだよね。パラグアイがどんな国かはわからないけどさ、国自体がね。でも、まあ南米であの辺の国だから、同じようなメンタリティなのかもしれないけどね。うん、パラグアイ。あっち本当に熱いよね、サッカーはね。本当に本当に強豪だらけで。まあ、負けた方やばいよね。だってこっちだってさ、フランスだってさ、なんだろう、フランスの国内にさらに分割してあるじゃない、国がさ、みたいなもんじゃない、移民系がいるから、フランス、そして注意しなきゃいけないのが、フランス戦の時と、モロッコ戦、アルジェリア戦、チュニジア戦、気をつけなきゃいけないわけ。やっぱりその三国ね、マグレブって言われる北アフリカのその3つの国の時は、うん、やっぱり注意しなきゃいけなくて、あとまあもしあったらセネガルね、うん、セネガルもいるからいっぱい。全部ほらね、元宗主国だからフランス。で、それで、だからセネガルなんかも、うん、でもセネガルはまだマシかな、北アフリカよりも、多分ね。負けた時のひどさはそんなに感じないかな。勝った時はすごい嬉しそうだけど。でも、その、マグレブ三国の場合は負けるともう勝った時もすごいけど負けてもすごいからさ、あの人たちさ。で、それの相手がさ、フランスだったりとかするとさ、もう本当にみんなビクビクよ。うん。フランス対モロッコってこの前あったけど、でまあフランスが勝ったんだけどさ、いやもうみんなビクビクよ、うん、勝っても負けても怖いみたいなうん、そうね、向こうが勝ったら勝ったで大喜びで道に出て大騒ぎでしょ、どんちゃん騒ぎでしょ、それで物壊すでしょ、負けたら負けたで道に出てきて大騒ぎでしょ、で物壊すでしょ、だからどっちにしろ物壊すんだわね。うん、大変よ本当に。もうそれがアルジェリアとかチュニジアだったら、モロッコだったら、最近でもモロッコも危ないっていう感じだからな。前はその三国の中ではモロッコってそれほどでもなかったんだけど、最近ちょっとモロッコ人のなんかこう犯罪が増えてきてて、大体昔はね、昔とか前はね、アルジェリア人が多かったんだよ。チュニジア人とか。でもチュニジア人よりアルジェリア人の方が多かったかな。うん。アルジェリアとの試合とかってなるとね、ほんとビクビクだわっていう感じだったんですけど、うん、まあでも言ったらジダンだってアルジェリアの移民だからね、アルジェリア系の移民だから。マルセイユはとにかく多いからね、移民がね。半分以上、もう半分越してんじゃない？マルセイユは移民が。うん、昔私が来た時ぐらいで45%っつってたから、もう越してんじゃない？マルセイユはね。うん。代理戦争って言葉が言う。そうだよ、代理戦争だよ。うん。国際試合ってそうよ。基本的にはもう戦争の代わりだよ。代理戦争。本当にまさに。だからみんな熱くなっちゃうんだよね。うん。そういうあれでできてるから。だからオリンピックもそうじゃなくて。ね、戦いやってた人たちが、ちょっと戦いやめてスポーツで戦おうぜみたいなさ。結局戦争の代わりだからね、言ったら。うん、まあだからもういつの世も戦争があってね、戦争なくなればいいななんつったってね、絶対戦争はなくならないわよ。本当になくそうなくそうってみんなが一生懸命頑張ってるけど、なくならないのは戦争と売春婦だと思いますね、私ね。うん、絶対なくならないと思うよ、戦争と売春婦。うん、薬物もねもちろんそうだけど、そういうなんかこう人々をこう不幸に導きそうなものっていうのはね、まあね、やっぱりね、なくならないと思うんだよね。
ね、そういうのはね。いくらなくしたくっても貧困だってなくなんないじゃん、結局はさ、なんだかんだでさ。ね、資本主義だって絶対貧困の差は生まれるしさ、じゃあかといって共産主義なんかいいとかっていうとさ、みんながみんな貧困っていう場合もあるわけじゃない、共産主義だと。ね、貧困だってなくならないよね、言ったらね。ほんとそう、そういう感じよ。まあ、いろんな世界があるっていうことでね、もうね、その国に生まれて、その状況の中で生まれたら、それをね、その状況を受け入れつつ、そして自分はその中でどう生きていけばいいのかっていうのを考えなきゃいけないわけでね。ね、なのにね、いろいろ理由つけてよそのね国に元宗主国とかにね頼ったりなんかしてね、そろそろ君たち独り立ちしたまえよっていう話なんだけどさ、なかなかそれができない。だってなんつうの、ぶら下がってれば甘い汁吸えるって知ってっからさ、やっぱり自分で努力しなくなっちゃうからね、そんなことばっかやってっと。そうまあでもある意味ね、そういう国にしちゃったから責任はね、欧米の国はそういった国の責任取らなきゃいけないみたいなこと言う人もいるけど、じゃあいつまでやればいいんだって話じゃない。だってもう戦争終わって何年も経ってね、でフランスのさアルジェリアの戦争なんていうのもさ、もう50年ぐらい経つんか、50年ぐらい経つんじゃない、40年かね。でそういうのだってさ、結局はさ40年50年かね、あれじゃん、もうそんだけ経ってんだからさ、いい加減自分独り立ちしろって話じゃん。だって、そういう話ですよ。だからね、世話ばっかしてね、世話ばっかっていうか、なんていうの、こう言いなりになってね、あれがあるから、なんつったらいいの、なんつったらいいんだっけ、まあ、罪悪感じゃないけど、なんつったらいいんだっけ、そういうほら、申し訳ないからやらなきゃみたいなのもさ、あるけどさ、ほんなの、ある程度何年、じゃあこれから何年まではこうしますっつって、で、その後自分でやってくださいねっていうふうにしたらいいじゃん。だって、ほんなんだってずーっとこの先までずーっと援助しなきゃいけないわけ、いい加減。本当に。だって援助してもらうことに慣れちゃってっからそうなっちゃうわけじゃん。だって自分たちでやろうとしないっちゅうさ。ほんとそう。そう思いますよ、やっぱり。だから楽しちゃうとダメなのよっていう話でね。私はそう思ってんだけどさ。ナナさん、デミコさんのキットは2個と単品の白と単品のちょっと他のよりは多い黄緑を買ったんだけど、バッグを作るにはマチはどう編むべき？マチ？どういったバッグを編むのかな？どんなバッグを編むんだい？普通になんか、どんなん何あのキットを使って言ってたっけ？あのキットを2枚合わせてバッグにするっつったっけね？そうだよね。そしたら、マチは、私の案としては、マチは、あれあるでしょ？一つのさ、模様。なんでもいいや。ここに一つあるんですけど、お試しで作った。お試しで作ったやつ、どれ出そうか。ちょっと待って、お試しで作ったやつ。なんならこれいこうか。これはダメか。ちょっと待って。なんでもいいや。ですね、あれの模様の中に入ってたと思うんだけど、これね、例えばこのモチーフがあるじゃないですか。で、これは普通に中心から編んだモチーフなんですけど、この柄があったと思うんですよ。6個の中でね。トートバッグ、あれでしょ、キット使って2個使ってバッグ作るってやつでしょ。ね。だからこれをだからそうだ、ちょうどいいじゃん。ちょっと待って。出てたね。やべえ、足がつりそう、やばい足が、ごめんつりそう、指が。どの道物壊しがちで路面店なんかは戦々恐々なんでしょうって。もうほんとそうだよ。だからみんなあれだよ、なんていうの、あれを板を張ってね、これね、これでしょ、これ2枚使って例えばさ、こうやってちっちゃいバッグを作ろうなんつってね、やるとしたらいいんじゃない？マチはさ、これだとちょっとまあちょっとサイズ違うからあれなんだけど、これをだから同じように今度
縦方向にだから一つずつこうやってこれをまたこう編んで同じように。じゃなかったらこうやってなんつうのモチーフみたいにしちゃった方が多分綺麗にいくかもしれないけど、まあそれを作るのがめんどくさければもちろんねめんどくさいと思うんですよ。めんどくさいと思うので、マッチは普通に細編みの往復編みとかそういうのでこういうなんつうのこの幅もしくは自分の好きな幅のやつをバーッと目数とかここ合わせてね目数合わせてこれで編んでもらって普通にこうやってマチをつければいいと思うよ。普通に。でもしちょっとなんていうの底の部分がさそういうのってさちょっとやっぱり柔らかすぎたりするじゃない。これはさモザイク編みだからちょっとしっかりしてるけどでもどうしてもそこってさマチって私こういうのをさ例えば2つつなげて普通のこういう手提げバッグみたいに作る時っていつも気になるのが底の部分なのね。底の部分がちょっとやっぱり柔らかすぎてブニョンってなるじゃないやっぱ物入れた時に。でそれがすごい気になるの実は。だからもしあれだったら100均とかでそのプラスチックの板とかあったりするじゃない。そういうやつそれをこの底の部分のところにだけでも横はいいけど底の部分とかだけに貼ってでそこを二重にしてもいいと思うよ。布でもいいけど内側にね。そこがそういうのが気にならないんであれば普通にこう編んだやつでもねそうだねそう普通にこのマチの分だけ別にこうやってリボンみたいに編んで好きなあれでねで少し分厚く編めるような編み方ができるとかそれでやった方がしっかりするとは思うけど板持ってるだから薄いプラスチックの板とか間に挟んで二重にしたらいいんじゃないかな。そしたらその方が多分使い勝手はいいと思う。いつもね私それが気になるのこういうのやつで私が前作ったねこの前作ったバッグあるでしょモチーフで合わせたやつあれはさマチがなんだろうあるのかないのかまあないようなもんですよねないようなもんなんであるようなないようなって感じなんでそんなに気にならないけど別にこうやってマチをつけるっていう話になるとやっぱりその分なんだろうどうしてもこうなんかふにゃってなるじゃないこうやって持った時になんかふにゃーんってなったりとかでそれがすっごい気になるからだから私そういうバッグって作んないの実はねなんかさこうやって持った時にさふにゃーんってなんかなる感じがあるじゃない。でも板をそこに入れるんだったらいいと思う。そう100均にそれ用の板売ってるでしょ斉藤さん。そうだからそういうのを入れた方がいいと思うそこに。そしたらしっかりしたバッグになるからそこに入れてるだけでも全然見た目も違うしさ置きやすくなるし毛糸屋さんに単品の糸売ってるから作ってみるね単品の糸ねだから毛糸屋さん多分これからこの糸を扱ってくれるだろうからみんな毛糸屋さんで手に入るようになると思いますよ単品の糸も多分ねそうだからねこの太さだとさ幅だとちょっとありすぎじゃん幅的にでこうやってここを止める時にちょいめんどくさい感じがするからだからまあこの色でもいいし別の色でもいいんだけれどもねこの中で使ってる糸でこの半分ぐらいもうちょっと3分の2ぐらいの幅が一番どうだろうこの幅でもまあいいけどね板入れるんだったらこの幅でもいいと思う。板入れないんだったらもうちょっと細い方がいいけどマチは。でも板入れるんであればこの幅がっつりこのぐらいの幅やっぱり使った方が可愛いとは思う。バランス的にはいいと思う。うん2枚合わせてポーチにしようと思ってた上にファスナーつけてまあそれもありだねそれもありありバッグ縫う時は絶対そこ行ってあげる私もダイソーのそうだからそう内布つけてもいいしね内布つけた方がだから内布つけるんだったら内布とそのマチのところの底板のところに底板じゃない底の面のところに板を入れる方がいいと思うよ私だから本当にそれが気になるからこういった形のマチのあるバッグって合わないのよ
やんないのよ。やってないでしょ、一度もやってないでしょ、そういうバッグ。うん。使い勝手があんまり良くないと思ってるからやんないんだよね。うん。いや、すごい楽なの。多分、例えばね、このサイズのバッグあるでしょ、こういうさ、マチのある。私すっごい好きなの、そのバッグって、実はね。そういう形のバッグすっごい好きで、昔からよく使ってんの、実は。でもなんで作んないかって言ったら、底板がないから作んないのよ。だから。そこの板、入れる板持ってんだったら作る。うん。作るけど、今ないの、私。持ってないの。だから、作んないのよ。あれば作ってもいい。でも、ないから、今まで一度もやってないね。で、私今回買おうと思ってすっかり忘れてた。うん。で、こっちにじゃあそういうのがあるかなと思って、どっか行ったらね、きっとあると思うんだけど、うん。だから探してみようかなとは思ってるけど、うん、そういうのがあるから、ちょっと、そっちの専門の人に聞いて。うん。だからそんな感じ。板入れた方がいい。持ってんだったら入れた方がいい。で、うちのつけるのは簡単だからね、これは四角、まあ、四角だからさ。うん。つけるんだったらもううちのつけた方が絶対、いいと思うよ。そしたらほら、ね、あれじゃん、好きなようにポケットとかもね、できるし、サイズとか。うち布はね、やっぱつけた方がいいなと思うね。うん。本当に。あのなんだ、ポケットだけじゃなくて、本当になんか、あれじゃない、その方が、重みのせいでさ、その編んだこの生地がビヨーンとかってなるのがさ、ほんのりやっぱりうちのがあることで防げるじゃない、強くなるし、その分バッグも。だから私この前作ったあのモチーフのバッグ、昨日も持ってってさ、ね、で使ってるんだけど、非常に使い勝手が良くてですね、でバッグ自体もなんて言ったらいいの、他のさ、なんだろう、バッグの生地とかと比べてもなんかそんなに重くないからさ、うん。でだからすごいいいなこれと思って、だからまた作るよあれ。また作る、違うあれで、バージョンで、うん、違う柄で作ろうと思ってて、でその柄で今いろいろね、またモチーフの柄を考えててね、そんなこんなでね、もう編み散らかし状態なんですけど今本当に、うん、編み散らかし状態。やばいよ、こんなに編み散らかしたこと今まであったかっていうぐらい今すっごい編み散らかしてる。やばいんだよ、だから本当に。で、あれもしたいな、これもしたいなってアイデアが出てくるじゃない、あれしようこれしようと思うと、でもやらないでそのまま置いとくとすぐ忘れちゃうのね。だからとりあえず始めるのよ。で始めといて、最近のやり方はね、で始めておけばさ、あ、そうだこれやろうと思ったんだって言うんでさ、ほら置いとけばいいじゃない、ね、いつか手つけるじゃない。あ、そういえばこれやろうと思ってたんだって思い出すじゃない。頭の中で思い描いておいて、で、あ、そうだ、じゃあこれいつかしようなんて考えるだけじゃさ、忘れちゃうからさ、もうとりあえず今始めることにしたんだ、もうそれは。うん。これで後から考えればいいやと思って。だからもう編み散らかしがひどいことになってる。うん。編み始めたものがすごい散乱してんだ、この辺に。うん、すごいよ。うちの素敵でした。ありがとうございます。いや、あれをね、だからね、うちの用にね、いろいろ布をね、そんなにあんまりいろんな種類じゃなくてね、ある程度限定して、ね、何種類か、3種類ぐらいの、2種類、3種類ぐらいの布を買っといて、で、なんかもう統一してね、うん、使えるようにある程度のね、傘っていうか量でね、買っておこうと、ちょっと思ってるんですけどね。ぷーちゃんさん、こんばんは。初コメです。初コメありがとうございます。いらっしゃいませ。初コメですってことは、ライブ自体は初めてじゃないってことかしら。うん、ありがとうございます。うん。そちらは動画撮ってるの？まだ撮ってない。全然動画は撮ってなくて、撮る前の準備段階ですよ、だから。うん。それでいいなと思ったら撮るし、ダメじゃんって言うんだったら撮らないし、みたいな感じなんだけど、うん。だから今ね、動画撮ってるのはね、とりあえずその中ではないな。うん。いろいろね、だからね、緊急性があって、やっぱりこれ欲しいなと思ってやんなきゃいけないのがあったりとかして、で、それを今撮ろうかどうしようか今迷ってて、どういった形でそれを、っていうかね、もう寒いわけよ。ね。寒いわけ。で、膝掛け欲しいのよ。膝掛けないのよ、今ね、うち。うん、ないの。ないの。いや、ありますよ、既製品はね。既製品はあるんだけど、自分が編んだ膝掛けがないもんだから、やっべ、膝掛けやっぱ必要だわと思って、で、それを編もうと思ってるんですけど、じゃあどういった柄で編もうかって言った時に超迷ってて、もう散々なんか編んだりほどいたり、編んだりほどいたりをちょっと繰り返してるわけです、ここ2日間。うん、そう。
で、またモザイクでやるか、でもモザイクばっかやったらみんな、またモザイクかって言われちゃうなと思って、別のでやろうかなと思いつつも、でも、いまいちだな、よし、モザイクでやるか、やっぱり、いや、でもまあ、やっぱりまたモザイクかって言われちゃうな、というので、繰り返しでね、なんかやったりほどいたり、ね、編んだりほどいたりをね、繰り返してんですわ。ね、どうしよう。モザイクでもいいかなと思うけど、あ、シェフさん来た。いらっしゃいませ、こんばんは。くーちゃんさん。モザイク編みいつも素晴らしいですね。頭脳プレイですね。ありがとうございます。結構頭使うけどね。結構頭使うけど、でもそれは最初のデザインのところだけだからね、本当にね。もうだからデザインだけしちゃえば、編むのはさ、もうさ、そんなに頭使わないからさ、楽なんだけどさ。うん、結局はだって細編みっていうかね、筋編みと長編みの繰り返しだから、そんな難しいわけじゃないからね。図案考える時が一番頭使うわ、やっぱり。本当に。まあでもそれもなんか今回これをねやってね、いろいろ柄組み合わせてこうやってモチーフのでかい版にするのってなんとなくコツをつかんだっていうか、この目数合わせるのところのねコツをつかんだ感じなんで、まあいいんじゃないですか、できるんじゃないですか。今度はもっと楽に。うんCF さん、デミコセレクトもうちょっとで出来上がります。あ、本当に頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。もうちょっとで出来上がるよかったよ。あれもね、でもね、私はさ、もうほら、何回もやってんじゃない、お試しでさ、いろいろ色合わせたりとか何回もやってっからさ、もう大体1日で編むよね、あれね。1日でいけるよね。本当に。だから今は別の色で、どういう色がいいかななんつってね、考えていろいろ組み合わせて。だからすごいんだよ、糸の消費が。本当に糸の消費が激しくて。まあいいんですけど、それはね、それでいいんですけど。昨日もだからさ、こう毛糸屋さん行ってさ、いつものさお店行ってさ、でこれでこれの糸のコットン糸の、別色、いろんな色を10色ぐらい、12色か、12色買ったわけ、全然別の色をね。それだら売り子の人がさ、去年の夏ぐらいから来た人なんだけどさ、でその人あんまり喋ったことなくって、でそしたらさ、その人がお会計する時にさ、これで何をするのってまあそんなに10個も買う人いないんだろうね、いっぺんにね。これで何をするのって言われたから。で、これでカバン持ってたからさ、こういうことやってるって言ったら、あら、素敵ねっつって言ってたけど、何するのって、なんでそんな不思議な風に聞くみたいな。何やる普通に編むんだけどって、なんかあれかねって。普通の人は10個も買わないんかねと思って、買わないかもね。買わないかもね。わかんないけど。膝掛け私も作りたいと思ってたとこです、チッピーさん。本当にそう、だから緊急性があってね、もう本当にね、夜ね、スー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 して膝掛けが欲しくてですね。なのでね、今はね、今昼までね、喋ってるからね、あっちっちで結構、なんていうのかな、そんなに必要ないから今着てないけど、夜は基本的にメディテラネアの糸で編んだカーデを羽織って、ね、着てね、あれを着て、あれいいわ、やっぱり。で、あれを着て、で、その前に編んださ、あれあんじゃん。アクリルの毛糸で編んださ、セーターね、セーターっていうか、チュニックみたいな長いダルーンとしたやつね。あれを膝にかけてるわ。あれを着るにはちょっとまだ暑いんで、なので、あれ膝掛けにしとるわ、今。やばいやばい、膝掛け作るの嫌だ思って。でどの糸で作ろうかなっていうのもあって、で、多分、今回は膝掛けは DMC のニッティポップをね、使ってね、やろうかと思って今いろいろ試案中なんでございますですよ。もう。だね、最近ね、動画もね、あんまり出してないけどね、編み物してないわけじゃないんです。してるんですけど、もう試作ばっかりで、まだ全然まとまってないからなかなか動画が撮れない状態でですね、そんな感じでございますよ。まあでもこの前出した、あれあるじゃないですか。ポリエステルヤーンのやつね。ポリエステルヤーンはね、やっぱりね、単品でね、編むのがちょっと難しいなと思ったのは、その色だけの理由じゃなくて、物自体が結構なんか下手りそうだなっていう感じがあったんで、他のもうちょっとしっかりした糸と合わせてとかね、
あとはだから引き揃えて編んだりとかいろいろあると思うんですけどね、他の糸の間に挟んで、まあつまりだから2色でね編んだりとかこう交互にね、なんかそういう感じで編まないとちょっとそれだけで編んだら厳しいのかなっていう感じがしたんで、だからそうやって余計悩むんですけど、まあそれはそれで楽しいんですけどね、そういうところで悩むのは楽しいんで全然問題ないんですけど、うん、でもね、この前編んだカゴもね、苦肉の策といえば苦肉の策ですが、でも白い糸を2本にすることで、なんていうのかな、余計なんか、なんていうんだろうな、ちょっと可愛くなったわ。やっぱり困った時の白頼みだわ。うん。それだけでね、編んでも OK なものもあるんだろうけど、ね、私的にはさ、ね、せっかくだからやっぱり、なんだろう、使えるものでね、しっかりしたもので、ちゃんと使えるもので編みたかったから、そうなるとああいう形でなんか私の場合は合わせて引き揃えて、ね、しっかりしたカゴにすればあれ使えるからね、普通にね。今もだから今あれで毛糸の糸を入れてそこに置いてあるけど、普通に使ってますよ。本当はあれで使おうと思ったんだよね。あれで、風呂場っていうか、洗面所でね、使おうと思ってたんだけど、今のところちょっと洗面所がまだ整理できてないっていうか、なんでだって洗濯機をね、収めないことにはっていう話だよね。そうなんですよ。洗濯機の問題は。だからいつやれるかわかんないけど。まあでもとりあえずあんな感じの編んでみたんで、あれはあれでまたいいなと思ってね。カゴしっかりしてっから、編み方がやっぱりいいですわ。えーっと、理系女ですか？私理系女、一応。うん。一応元理系女。うん。ケイトリさんがねみこさんの作品見て、キラリと光るものがあったのよって褒めてたよ。本当にありがとうございます。本当に。キラリと光るものありましたかね。ねえ。ケイトリさん、これからもよろしくお願いしますって感じなんですけど。本当に。いや、でもね、こういう形でもこうやって、なんつうの、カトナーがね、日本に入ってきて、そうやって、扱ってもらえるっていうのはね、良いことだと思うので、なので、あれだと思いますよ。やっぱりね、コットン糸っていろいろあると思うけど、このメンスライズっていうかね、こういう感じで、加工してあって、で、なんだ、しっかりしたこういうコットン糸ね。また DMC とかのコットン糸ともまたほんのり違ったりもするんだよね。私も使ったことあるけどさ、なんとなく違うっていうか。でもなんか触れば、この糸ってコットン糸だからあれなんだけれども、こう結構しっかりしてるじゃない。でも触れば触るほどなんかこう柔らかくなるみたいな、使えば使うほど柔らかくなるみたいな感じのがするんだよね、この糸は。だから、すごいいいと思う。それをね、日本で普通にくれたら。ね、単品、そうだ、七色さん、単品でさ、売ってるやつってさ、何グラムで売ってたの？ 25？ 違う、単品、全部、あれか、10グラムのやつは10、25のやつは25、白だと50みたいな感じで売ってたのかな？何グラムで売ってたんだろう？いくらだった？日本のお値段が知りたいね、単品のね。日本だといくらになるんだろうっていう。いくらだったかね。昨日のカゴ編む動画見て今編んでます。側面3段目なんですけど、チッピーさん。いや、でもあれでしょ、結構ジャカジャカ編めるでしょ？結構ジャカジャカあんまり考えずに無心で編めるやつなんで。カゴはあれマジで私おすすめ。あの編み方がもしかしたら一番おすすめかもっちゅうぐらいおすすめだわ。その次のおすすめもあるんですけど、それはなんか別のカゴ編んだ時に動画してるけど、そっちもおすすめだけど、昨日のやっぱり、なんつうの、ちっちゃい細編み、大きい細編みのさ、編み方の方がさ、本当に重ねて編んでいくから絶対しっかりすんじゃん。だからやっぱりカゴ編む時はね、私はあれが一番手っ取り早くて、で、しっかりして、あれが一番いいなって、やっぱり思っちゃう。ずれてない、大丈夫。ちょっとたまには確認しないと。大丈夫、ずれてない。はい。倍の大きさにしたら糸が足りなくなっちゃって、足りそうだったんだけど、ほんのちょっと足りなくて、縁の部分、裏側別のコットン白で仕上げてる途中です。縁の
裏部分の編み始めめっちゃむずいです。引き抜き、ちょっと待って、めっちゃむずい。です。引き抜き編みをもっと緩くしないとダメだったようで反省しながら編んでます。現場からは以上です。はい、ご苦労様でした。そうなんですよ。引き抜き編みをあんまり、なんつうの、ガッチガチにやっちゃうと、やっぱり裏の方がもっと厳しくなっちゃうんで、結構緩めでやった方がいいと思いますよ。楽にやるには。うん。本当に。っていうか、むしろ緩めじゃないと、本当裏拾うのきっついわ。うん。ね。きついと思う。私も時々やりすぎたって思う時があって、あ、きつすぎたわーって。うん。でもコツがやっぱりあって、ちょっと待ってね。試供品じゃねえや、お試し品。お試し品がちょっとここにあって、ちょっとブルーをね、やってみたやつがあるんだけど、ここ抜いてるじゃん。これ結構ゆったり編んでんだけど、ちょっと待って。ひゅっこれか。4使ってるから4でやった方がいいね。これをやっぱり裏を拾う時ってグッとやって、ね。グッとやって。で、これ結構緩めにやっていくから。ね。余裕持って緩めにやっていくから。これもうだから、こうでね、こうやって引っ掛けるの。こっち側が。こうやって。こっからもうこうやって引っ掛けるしかない。だから、結構ゆっくりゆったりやって、で、こっちからこうやって引っ掛けて。で、あとは、拾うのが、むずいのがここだと思うんだけど、むずいんだけど、なんつうの実はそんなにむずくなくて。っていうのは、この、このさ、上の目のさ、間にあるやつ、こいつなんだよね。場所だけ分かっちゃったら、もうそここうやって入れてグッて、下からこう引っ掛けるだけなんで。でもこれが面倒だったら、ね、こう、まあ、最悪これはやらなくてもいいけど、やった方が綺麗にはなる。最後のここの、これが、待ってね。ここでしょここでしょこれはここ拾った方がいいんだよね。最後のここの目を残すようにこっちの目を拾った方がいいんで、とにかく裏はこの目とこの目の間にいるんで、またがっているんで、そこを拾う。場所だけ分かっちゃえば、あとはもう下からこうやって引っ掛けていう感じでございますよ。はい。チッピーさん、ヘロヘロしてます。もう少し編んだらしっかりしますか？ヘロヘロしてる？えーっと、カゴヘロヘロしてる？どんな糸で編んでるかにもよるからね。うん。ヘロヘロしてるかね。えーっと、どんな糸で編んでる？普通に編んだら、合わせて編んだら、同じぐらいのやつで、こう、なんつうの同じ太さ、例えば、ちょっと待ってね。なんだっけ、ポリエステルヤン自体を2本ぐらいで組み合わせてやるんだと、まあちょっとヘロヘロだわね。糸にもよるんで、私はそれよりも太いアクリルの糸を2本合わせてるんで、さらに。なので全部で3本ね。うん。そんぐらいで、しっかり編んでる感じ。でもまあ普通に編むよりはね、だいぶしっかりできると思うけど。なんつうの、そうやって重ねて編まない編み方でやるよりは。だからどんぐらいしっかりした感じにしたいのかによるじゃない？そうするともうそこでおのずとこうなんていうの、どれぐらいの太さで編んでいこうかっていう感じになるんで、だから合わせる糸の太さも決まってくるし、糸はちょっと待って、泉さん、膝掛けぜひ動画出してほしいです。はい、その予定でいます。はい、その予定でいるんでね、今ね、いろいろ迷ってどういう柄で編もうか、モチーフにするか、それともバーッと編んでいくかっていうんでね、今ね、いろいろやってんのよ。でもモザイクにするか、そうじゃないものにするか。ね、モザイクにするとやっぱりめんどくさくなるから、もっと楽なやつでやろうかとかね。うん。今いろいろ考えてますよ。違うモチーフでね、やってもいいしね。うん。違うモチーフでやろうかな。うん。それでもいいね。
いろいろ候補があるんですよ、今。モチーフ。あと、割と簡単なモチーフでね、やるんだったらやろうかなと思ってて。でも、ちょっと可愛いやつっていうね。うん。で、昔からっていうか、昔一回編んだやつがあって、で、あれ可愛いからもう一回やりたいなと思ってるのがちょうどあるんで、もしかしたらそれになるかもしれないですね、モチーフで。うん。ただそうなるとな、色がな、今使おうともさ、ニッティポップじゃダメになっちゃうんだよな。うん。だからそこなのよ。柄と糸を考えないといけないんじゃない、バランスを。ね、この糸使うんだったら、こういった方がいいし、こういった柄の方がいいしとかいろいろあるからさ。うん。なので、何でもいいってわけにいかないからね、やっぱりね。やっぱりせっかくの糸の色とさ、あと柄の見た目を、こう、いい感じで映えるように編むのが、やっぱりベストだと思うんでね。ええ。はい。見た目大事。そう。見た目大事。はい。糸は、あまり糸で何色かわかんないんですけどね。うん。何色かわかんないですけど、色は別にあまり糸で合わせたら、私もだからさ、あまり糸ってあるじゃないですか、みんな。余ってる糸。みんなどうしてるあれ。最近思ったの。それをね、全部合わせてね、太さもだからその編む時に合わせないといけないけれども、合わせてなんか作ろうかなってちょっと思ってんだよね。今まで使った糸の残り糸で何ができるだろうって感じ。でも何かを作るほど余り糸がじゃあありますかっつったら、なんかそうでもないような気がして、うん、ちょっとどうしようかなと。余り糸どうしてるみんな。小さいのが170円台だと思ったよ。切ったと同じグラム数だったと思うよ。そうだよね。うん、そうだよね。ただ、小さいのってことは10グラムが170円ってこと？そんな感じ？そんなもんか。なるほどね。はい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 。オッケーオッケー。そんぐらいの値段なんだね。オッケー。20、10グラムですよね。25じゃなくて10グラムのやつでしょ。はい。オッケーです。ありがとうございます。ブルーも綺麗。ありがとうございます。アクリル系統だと思う。うん、アクリル系統がまあ一番取り早いと思いますよ。うん、太めのアクリル系統。ね、私はほら、日本のさ、何太っていうのがちょっとどんぐらいの太さなのか全然わかんない人なんで、あれなんですけど、えっと、太めのアクリル2本と合わせると結構かなりしっかりすると思う。うん。今頃ライブの告知が来たよ。マジか。どういうこと？なんでそんなに遅いん？うん。だいぶ前に私は、だいぶ前では、まあ、あれだよ、告知の宣伝自体は、インスタの方はライブを始める45分ぐらい前にやって、YouTube の方での告知はライブ始まる1時間50分前ぐらいにやったかな。1時間45分ぐらい前か。うん。こんなもんか。まあ、思いつきって、今回はだから思いつきっていうのはちょっと違くって、だから思いつきこっそりライブじゃなくて、タイトルにそれは入れてないんですけど、ね、ライブはやろうと思ってたんですけど、いつやろうかちょっと決まってなくてっていう感じだったからね。うん。でも急遽今日にしたから。うん。思いつきではないね。ずっとやろうと思ってた。でもどこでやろうって思ってたから。でもちょっと今日やっちゃおうと思ってね。うん。そう。そしたらサッカーぶつかっちゃったって話ね。ごめんなさいね。うん。ごめんなさいね、全然。サッカーぶつかっちゃって。ああ、よし。いい感じ。はい。ね。そう、だから次をね、ブルーもいいけど、柄をね、だから、まあこれはあれなんですけど、ケイト屋さんと相談にもしかしたらなるかもしれないけど、ただの色違いがいいか、柄を変えるのがいいのか、ね、ちょっとね、柄を変えて色を変えていくみたいな。うん、別の柄がね、同じ柄ばっかじゃつまんないじゃないだって。毎回、またこれかよみたいなさ。でも違う柄がね、あってもいいかなと思うんで、もしかしたらね、柄とかも変えていけるかもしれないから。まあ、柄変えたら、じゃあ新しい動画出すのかっつったら、それちょっとわかんないですけどね。うん。編み図をどっちにしろ入れるからそれを見てやってもらうっていう感じになるかもしれないけど。まあでも動画出すっつったら、まあ出してもいいですけどね、別にそこの部分だけでもね。違う柄のところとか。なんか、
お話がそういうのがね続けば、一応だからその予定にはなってるはずなんですけど、はいはい、頑張ってやってくださいって言われてるんで、進めてくださいってね、うん。だから色もさ、だから今回ちょっとブルーでやってみたけど、他の色ももちろん考えてるんで、ブルーだけじゃなくてね、ブルーとなんかを合わせてっていう感じでも考えてはもちろんいて、あとはなんか全然違う色ね、うん、この前なんつうの帰った時に糸を売った時のデミコカラーみたいなね、うん、ああいう感じの、なんていうの、ああいういろんな感じ、いろんな色を組み合わせた感じとか、そういうのも考えてるんですけどね、うん、でやっぱりちょっと柄をね、うん、変えようかななんつってね、それも思ってたりとかして、その方が良くない？モザイク編みはどこで知って覚えたの？どこで知って覚えたの？知って覚えたの？どこで知ったかは YouTube ですよ、YouTube。やっぱり YouTube なりげに見てて、お、面白そうってなって、で、それで覚えたのは、だからもうそれを見て、すぐ取っかかりまして、で、覚えたも何も、ああ、なるほどねって分かったらもう、なんていうの、もうそれだけですよ。うん。だから覚えたとかっていうか、やり始めたらもうそれで OK みたいなね。で、あとはだから、編み図を、だから編み図なんてなかったから、で自分で書いてどういうことなんだっていうのをこう動画見ながら、ああ、なるほどね、そういうことかして自分で理解して、で、自分で編み図を書いて、で、それで理解したっていう感じ。うん。そう。だから私がみんなに編み図書いてっていうのは、自分で書いた方がいいよっていうのは、その方がやっぱり分かりやすいし、で、そうすると、もうその後なんだろう、これモザイク編みだって言った時に、もう編み図なくても、編み終わったものを見たら、もう編めるわけですよ、言ったら。うん。だから、編み図が、なんていうの書ける状態だと、もうどういう論理っていうかね、どういうあれでこういう柄になってるかっていうのがもう一目瞭然になるわけじゃないですか。そうすると編み図なんかなくたってもう編めちゃうわけですよ。よーく見てればね。本来だから編み図なくても、編み図くださいってね、編み図見たいですっていう人結構いるけど、モザイク編みはっきり言ってね、編み図多分いらないんだよ。編まれてるこれ見たら、はっきり言って編み図いらないんだよね。ただそれを理解するのにやっぱり編み図が書けたりとか読めたりとかした方が理解はしやすいから、うん。ただ言っちゃうと本当に編み図いらないんだよ、モザイク編み実は。見たらわかるんだわ。うん、どうなってんのか。うん。だけどほら、どうなってんのって最初は理解しがたいところがあるから、どうなってんのっていうのがあるから、やっぱり最初はね、編み図欲しいってなるじゃない。その編み図を理解したらもういらないよ、編み図はっきり言って。うん、マジで。だから私人様のやってるの見てこうやって見てもあれですよ、編み図いらないですよ、はっきり言って。うん、数が12345って数えて、これ何目から始まってんのねってそれだけ確認したら、もうあとはだから、こうだこうだここでこうなってるっていうのは本当にあれなんで、編み図いらなくなりますよ。うん、だから言うのよ、編み図書いてって、最初は、自分で書いた方がいいよっていうのはそういうこと。マジで。うん。自分で書いた方がいい。人が書いたのを見てそれをずっとやってると、結局パッと、なんだろう、その記号がなかったらちょっと分かんなくなっちゃったりとかね。だって私だって未だにあるからね、ちょっと分かんねえな、分かんなくなってきた。なんだこりゃっていうのって、時々ちょっとこんがらがることももちろんあるんだけど、うん。そう。編み図あると楽だけどね、確かに。確かに楽だけど。でもなくても全然いけるって話ですよ。なくてもいけんのよ。うん。違うパターンがいいな。違うパターンがいいか、やっぱり。ね。そうそう、書いて覚える。そうそうそう。頭で理解するよりも体で覚えろっていう話ですよ、言ったら。もうそれと似たような感じ。うん。だから一生懸命編み図を見ながら編んでて、頭で理解して編み図見て編もうと思っても、その原理っていうかさ、どうなったらこの編み図がどうしたらこの編み図になるのっていうところをさ、自分で書くと理解できるわけじゃない？うん、でそこ理解しちゃえばもうあとはなんか体で覚えたようなものになるから、そうするともう編み図なくっても編めますよっていうね、うん、そうなったらもっとほら自由利くじゃない。で自分で好きな柄のそしたら考えられちゃうわけだからさ、うん、そう
編み図がどうなるか、編み図がどうなってね、この編み図だとこうなる。じゃあこの編んでるやつはどういう編み図になるのっていうのが理解できないと、自分で柄描いたところで編み図作れないからさ、やっぱり。こういう柄にしたいって言った時に、じゃあモザイク編みでどうやって編み図っていうかね、どういう柄に、どういうふうに編み進めたらこういう柄になるのっていうのが理解できないから、だから自分で描くのおすすめなわけですよ。で、そこで自分で描けるようになれば、あ、この柄だったらじゃあこういう針の運びをすればできるのねっていうのがわかるじゃない。うん。ね。そしたらもう編み図とか、そしたらもうあれよ、あの、モザイク編みはこっちのものって話でね、モザイク編みを覚えるっていうことになるんで、それでそこまでいけば余裕なんで、うん、ただ編むだけじゃなくて覚えるっていうのはそういうことだと思うんで、そしたらもうあとは楽ちんよ。何でも自由自在よって話で、まあ制限ありますけど、モザイク編みもできることとできないことあるんで制限はもちろんあるんだけど、でもまあ大抵の柄がねできますわ、言ったらね。うん、だからこの柄だってそうよ、結局こういうのだって編みながらさ、あ、こういうの柄入ったらいいんじゃないのとかっていうのも、まあ図面上でねこうやって最初ある程度やるんだけれども、編みながら変更とかっていうのは普通にできちゃうわけで、うん、やっぱこう変えようって編んでて、あ、なんか違うな、こっちの方がいいなとか普通に変更しながらね。だから普通のモチーフ、単純な小さなモチーフを考えるときは私は編み図基本あんまり描かないでいきなり編み始めて、でそこから考えていくんで、で編み上がった後に気に入らないなほどいてまた編み直してつって探して、でこれでいいやってなった時に最後に編み図書いとくみたいな流れ的には基本そんな感じだよね。うん。書いて覚える。そうで、デザインのセンスがないから誰かの書いた図でないと編めませんわ。デザインのセンスがないから、でもほら、デザインのセンスっていうよりもさ、誰かが書いたデザインでもそれを組み合わせることはできるじゃない。だからこういうモチーフにしなくってもさ、例えばさ、じゃあ自分でバッグでほら、いろんな柄を使ってなんつうの、バッグ編みましたっていうの前やったけど、ああいう単純なこういう普通の柄のこういう組み合わせをしてもいいわけじゃない。うん。だから別に、なんていうの、こういった柄をさ、考えるとかって言うんじゃなくて、もうすでにある柄があるじゃない。例えば、今回のやつだったら、このグリーングリーンってなってるやつとかさ、これをポコッと一番下に置いて、じゃあ次にはこのガタガタガタつのを並べて、みたいな、いろんな柄を組み合わせてさ、それで自分のお気に入りの柄を組み合わせて、なんか一つのものにしてもいいわけじゃない。うん。だからそういうのが、あれじゃん。やりやすくなるじゃない、やっぱり。そうすると。だからここでね、じゃあ、これとこれを組み合わせてっていう、別にすでに出来上がってる柄を自分で組み合わせてもいいわけだからさ、うん、でそれをやるときにじゃあどのぐらいの高さでとかね、どのぐらい何段ここに間入れてとかさ、そういうのってやっぱりある程度なんていうの、バランスとかね、編み図がかけた方が多分やりやすいと思うんだよね、そういうのって。あとはここ幅を変えたいとかさ、ここはね、例えば私がこうジグザグでこうやってね、こうやって上がっていくやつとかも、基本6目で、6目の柄になってるけど、いや、6目じゃなくて4目にしたいとかさ、この幅を狭くしたいとか広げたいとかさ、あるじゃない。うん。そういうのでも別にいいわけで、自分がわざわざゼロから完全にデザインしなくてもいいわけで。そういうのいろいろ組み合わせてね。うん。そういうのやるときに自分で編み図が描けると、これはじゃあ8目の柄だから12目の柄と合わせるにはとかさ、そういうことも考えながらね。うん。だけどこれだとバランス悪いから、じゃあこの8目のデザインは6目にしちゃえとかね。うん。できるようになるわけですよ。だから自分のそのデザインのセンスなんかあんまり必要なくて、すでにある柄を組み合わせればいいわけだから。そう。ありがとうよ。そう。ある意味それはね、まあ、盗むってことにもなるんですけど、いいんですよそれで、結局はみんなそうやって覚えてくんだよっていう話でね、最初はだってみんな盗んでコピーしてってやっていくわけじゃない。同じよ、何でもそうよ、うん、だから私は言うわけですよね、盗んでくださいと私がやってるやつね見て盗んでくださいね、そうそう。
まあこうやってデザインしたものをさ、じゃあ盗んだっつってね、盗んで、で、これをね、このまま編んで、はい、じゃあ売りますっつうのはちょっと困っちゃうけど、それはダメよっていう話だよね。うん。それはダメよっていうね。自分で、ね、自分で個人的に使うにはいいけど、じゃあこれ売るわっつって、この柄で売ってもらっちゃちょっと困っちゃうけど、ちょっと待ってと。おいおいおいと。それはないだろうと。ダメよって一応書いてあるからね、私のところにね。うん。そうそうそう。それはちょっとね、ダメですよっていう話で。一応ここまで来たわ。ね。ファスナーはまた今度だな。ファスナーはまた今度か。いやいやいや、今度っていうよりもね、おやつタイムにしたいのよね。そろそろね。時間も時間でしょ。ね。ほら、もう2時間やってるからね。うん。もっと修行しないと自分でデザインなんてまだまだ遅れました。こんばんは。天海さん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。たこ焼きさん、メッセージ撤回。あら、メッセージ撤回されちゃったわ。もっと修行しないと。そう。修行っていうか、でもまあ楽しんでやればいいのよ。うん。そう。あとはだからほら、どうやって燃えない紙って編まれてるのかって分かっちゃえば、あとはまずすでにあるね、柄を組み合わせてやってみるっていうさ、うん、編んでみるっていう。そっから始めればいいのよ。そしたらそのうちね、自分でね、描きたくなるわよ。デザイン、こういうのがいいな。ああいうのやってみたいな。あと街中でね、なんかデザイン見つけた時に、これいいじゃん。つってね、図案に使えないこういうの。みたいな。もうそういう感じよ、私なんて。電車に乗ってても周りじろ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 見まくってるからね、なんかいい案はないかと思ってね、ヒントになるようなものはないだろうかって。もういつもそんな感じ。私ちゃんとハマってる私の手。あ、一応ハマってんね。うん、なんかカメラからなんかどん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 それていっちゃうからね。うん。そうなかなかあれですよ。世の中には、世の中っていうか、周りにはいろいろな案が、アイディアの元になるヒントがいっぱい転がっててね、本当に。うん。これいいな、なんつってね、思うとね、盗撮まがいのこともしたりとかね、するわけで、やっと終わったよ。やっと終わったよ。やっと終わったよ。これで全部っていうか3編来ましたよ。ね。これでちょっと閉じますか。ね。これを閉じたらおやつタイムに行きますぜ。もう2時間だから。2時間やってるよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。2時間やったら何時になってんの今。10時日本時間10時になってるってことだよね。はいはい。じゃあおやつタイムだ。よし。で、これ一応チェックして、あんまり変な風に目立たないようにね、やらないと。なんて言ったって見た目が大事。いや、ほんとでもこういうのってあれだよね。見た目大事だよね。見た目が一番だよね、はっきり言って。芸術的っていうか、こういったなんていうの、これも一つのアートだからさ、やっぱりさ、そうするとやっぱり見た目だよね。見た目。あれ、ハサミどこやったさっき。あれ、スープどこ行っちゃうんだよ。ちょっとハサミ、あれ、おかしいな。なんか入ってたりとかしない？あれ、どこ置いた私さっきハサミ。落とした？ハサミない。あれやばい。ちょっと、しょうがないわ。しょうがないので、これ出します。あれ、あ、あったあった。もうやだ。糸の下に潜り込んでました。本当にもう。はい。はい。これはこぎや。ね、短めでいい。はい。どうせ中に入っちゃうものだし。よし。これで、こっちも、はい。ちょっと糸処理してね。糸処理。糸処理は真剣ですよ。めったにやらないから。めったにやらないっていうか、なんつうの。こういう後からしまうっていうのはね、本当にそんなにやらないから、基本。針が太すぎね。ね、糸処理に使う針が太すぎんだよって話だよね。はい。クリシンプルで。だってどうせファスナーつくし、ここ。ね。はい。さあ、周囲が、あの、
予想に反して1時間、無駄にしちゃったから無駄にしちゃったからはい。あみさん、すごい。デミコさん、またハイクラスなの。美しい髪ってます。ありがとうございます。人聞きが悪い。盗撮まがい。盗撮まがいね。うん、そう。うん、盗み撮りだよ。うん。PM10 時06分。はいよ。そうですね。たこ焼きさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい。はい。なんかメッセージでっかいされちゃったから何かと思いましたよ。はい。カエルさん、今日のおやつは何？じゃあ今日のおやついきますか。ね。ちょっとここまで終わったからいいんじゃない？ちょっとどうよ。ね。これで全部つながってずれてないわ。ぴったんこ。ぴったんこ。ね。ここよ。こことここが合わないといかんからね。やっぱりね。はい。ね。できたよ。もう、こっちって。よし。よっと。よし。はい。ね。じゃあ、これはまた、そうだな。こっそりつけるか。私、ファスナーつけるのはさ、別にすごい得意なわけじゃないからさ、もうなんかもたもたすごいあれだから、みんなだってファスナーつけるなんか見ても意味ないもんね、あんまりね。ねでしょ。じゃあこれファスナーつけるわね。つけとくわ。まあわかんないけど、ライブするかわかんないけど、とりあえずはい。今日のおやつ、じゃあいくよ。今日のおやつ、今日のおやつはね、これです。ちょっと待って、これごといこうか、全部。よし、はっよっ、今日のおやつ、はい。何これ。うちの家人が前回持って帰ってきたやつなんですけど、まあとりあえずお茶入れましょうね。今日はジャスミンティーでございます。台湾のジャスミンティーですね。まだ台湾のお茶まだ終わってないんですわね。ちょっと飲んで、こちらを今日は。いい香り。すっごいいい香りする。いや、日本に帰った時にさ、台湾のお茶をね、日本でなんだけど買ったわけね。もうほんと楽しみなんだけど、まだ全然開けてないんだけどさ、とりあえず台湾で買った台湾のお茶を先に飲んでからにしようと思って、古い方っていうことなんだけどね。はい、今日はジャスミンティーでございます。台湾行きたいな。いや、ほんと台湾行きたい、あら美味しそう。あら美味しそう。さあ、じゃあこれが何かって話なんですよ。これね、これ何かって話なんですけど、おお、いい香りだ、いい香りだ。これね、まあ言ったらミニ月餅ですわね。はい、おやつタイムですよ。はい、ミニ月餅とでも言おうか。うちの家事が持って帰ってきたんです。で、何かって言ったら箱あるんですよ。箱をお見せしますわね。立派な箱ですわ。ね、これミッドオータムフェスティバル2023って書いてあって、なんて呼ぶんだろうね。ミラバカルテット、ミスラバカルテット、微神流新4式、日本語で呼ぶと何これ、どういうことってなるじゃない。ほら見て、こういうところのこういう柄があるじゃない。こうちっちゃいさ、こういうのをさ、こう目につくんだわね。これいいじゃんっつって、こういうの柄を取っとくわけよ、頭の中で使ったりするんだよ。こんなんだってモザイクはみんなほんといいじゃんこの柄っつってね、使えるじゃんっていう、そういうところでちょっと見てるわけですけど、言ったらね、このお菓子ね、言ったらもう箱から出しちゃったからあれなんだけど、こんなでっかい箱ですよ。こんなでっかい箱なのにだよね。ちょっと見てよね。こんなでっかい箱なのにね、8つしか入ってないんだ8つしか入ってなかったんだわ。どんだけとか思うでしょ。他の4つはね、家人用、こっちは私用に出したんだけど、じゃあどこのお菓子なのって言ったら、これ知ってる人いる？そう、月餅なんですけど、これ香港製造書いてあります。はい、メイドイン香港でございます。香港の月餅、ミニ月餅みたいな、香港ね、書いたんじゃね、ここにね。ここには香港って書いてなかった？ここには書いてないね。ここには書いてある。香港美心流新月餅。
月餅。はい。新月餅。月餅大好きなんですよ、実は私ね。うん。月餅大好き。そう。月餅。好きな人多いんじゃない？うん。天海さん、デミコさん、そちらの気温はどうですか？最近、朝夜が結構寒くなりました。こっちもね、結構あれですよ。気温上がってきたな。今3時、こっち3時過ぎなんだけど、今ね、24度まで上がってきた。外はね、きっとね、あったかいと思います、結構。はい。いいね。上がってきたね。うん。ナッツがぎっしり入ってる月餅が好き。私もそこ、8個は少ないっす。箱が妙に素敵。でしょ？箱妙に素敵なんだけど、8個しか入ってないんだわ。これだったらさ、このサイズだったらさ、なんかさ、こうやってさ、このぐらいでさ、入ってそうじゃない？なんか結構、こんな感じで。1、2、3、4、5、6、サブ6、18。18個ぐらい。せめてさ、でもさ、12個ぐらい入っててもいいなって感じするじゃん？ 10 個でもいいか。なんで8個なの？8個しか入ってないっていうさ。で、これがですね、どれがね、どんな味してるのかわかんないんですよ。ね、一番左がこれだわ。で、次はこれ。これがこれです。最後これだ。で、どう見たってチョコレートっぽいよね、この辺ね。というわけでね、これをね、味見していこうって話でございます。8個少ねえよ、マジで。うん。残りの箱の中はね、歌人用。でもこの箱はちょっと取っといてもいいかなって感じがするね。箱が捨てられない人なんですけど、私ね。はい。だから、ジャスミンティーなんでございます。今日はね。うん。そう、ジャスミンティーで。ジャスミンっていうか、まあ台湾のね、お茶。ね。私、中国のお茶は信用してないんで、でも台湾のお茶だったらね、大丈夫だろうということで、台湾のお茶。ね。で、これ入れて、中国のお菓子なんですけど、どうなんでしょうね。じゃあ、一番なんかちょっとクラシックっぽいようなね、このね、これ書いてある、美心流芝。芝。全部芝なのこれ。美心流心。美心流汗。焦ってる。美心流赤。なんだろうね、シュって書いてあるよ。これ焦って、なんか焦ってる。なんだろう。とりあえずでも普通にこれ食べてみようと思います。ね、どうですかね。ね。ハニーレモンさん、いらっしゃいませ。あら、嬉しい。私も最近台湾のジャスミンティー飲んでますよ。ね、ジャスミンちゃん、美味しいよね。検索しちゃった。芯がトロトロってめっちゃ美味しそうな言葉が羅列されてる。あ、マジか。ほんと。へえ、ちょっと食べてみようと思います。でも、トロトロかな本当に。わかんないんだよね。だってもう開けてってかもう、この状態、中の袋が開いた状態で持ってきて、だいぶ経ってるんでどうだろうと思うんですけど。まあまあまあ、じゃ食べてみたいと思います。いただきます。うん。あうーん。うんうん。横浜中華街に行ったら必ず月餅物色するハスの実が入ってるやつわかる。うんハスの実美味しいよね。ハスの実が埋まってるのは見たくないけどさ、ハスの実は美味しいよね。うんこれチーズ味。チーズ味。うんペロンってきたよ。チーズっぽい。周りのチーズ味だと思う。これなんだこれトロットロのやつは。なんだろうこれ。何の味かわかんない。はい。わかんない。何の味かわかんない、真ん中が。トロトロなんだけど、月餅チックなやつなんですけど、周りがね、なんか食べたことあるよ、この味。この味。なんだっけ。チーズ味っぽいんですよ。なんだろう、なんて言ったらいいんだろう。でも知ってるこの味。なんだっけ。知ってるこの味。何の味って言ったらわかるんだ。あ、わかった。わかった。周りのこの味、あれだわ。カロリーメイトのチーズ味。だから要はショートブレッドのチーズ味。カロリーメイトのチーズみたいでしたよ、周り。大好き、この味。エッグカスタード。あ、なるほどね。そんな感じかもしんない。そんな感じなのかなわかんないけど。卵なのかな月餅がそんなに進化してるのは自信のせいでした。まあ、これは多分おそらく、
月餅をお菓子チックにしたものだと思うんだよね。うん。謎の味。わかんない。カルボナーラね。カルボナーラね。うん、カルボナーラなのかな。うん。月餅チックなお菓子ってことですよ。ね。カスタードって言われたらそうかもしれない。そう、カロリーメイト。カロリーメイトのチーズ味でした。周り。だから好きなんだ。私カロリーメイト一番チーズが好きなんだよね。うん。カロリーメイト大好きなんだよ。うん。じゃあ次は、全部開けてみたい気するけど、全部開けてみたいね。ちょっとナイフ持ってこようか。全部食べるかどうかは別として、ちょっとナイフ持ってくるね。これ半分に切ってみたいじゃん。うん。ね、ちょっと待ってて。うん。じゃあ、c'est le gâteau, pas classique, avec le gâteau occidental. Original. Original, mais je sais pas, c'est mélangé. Mélangé avec le gâteau occidental. Bon. すいません。はい、すいません。はい。カロリーメイトはグレープフルーツ味なかったかですか？あれよく食べた。カロリーメイトグレープフルーツってあった気がするね。カロリーメイトって意外とさ、いろんなさ、味があってさ、うん。なんだろう。あんまりさ、メジャーじゃないやつってあるじゃない。カロリーメイト。キャロットも美味しいよね。で、じゃがいもも美味しかったね。うん。じゃがいもも美味しかったね。ポテト味っていうのがあって。うん。さあ、なんかこの茶色いのいってみたくない？ちょっとこれ半分いきますわ。この濃い色のやつよね。この焦るっていう字が書いてある。この焦るっていう字はどういう意味があるんでしょうね。あれで。チャイニーズで、の言葉で。じゃあちょっと半分に切ってみたいと思います。あ、なんでしょう。なんかちょっと色が、また、チョコの色とは違う感じの色なんで。まあいいや、ちょっと。あ、今かけら食べて分かった。何味か。これはやっぱりなんかチョコと違うなと思ったら、やっぱりそうか。これチョコだな、こっちは。そしたらこっちチョコ。これはチョコじゃない。でもこの色でよくあるやつです。私があんまり食べないやつで、ミシンビシン竜赤シュネシュってやつ、多分これがチョコだと思うんだよな。チョコだね、これ多分ね。チョコだ。でこれさっきチーズだったでしょ。これなんだろう、フルーツかな。なんだろう、なんかフルーツっぽくない？違う？食べてみないと分かんないね、この色はね。ちょっとね、オレンジっぽいかな。なんだろう、パイナップルとか。さあ、じゃあこいつをちょっとやっつけたいと思います。っていうのは、これ私あんまり好きじゃない。うん、これ好きじゃない。うん。ドライフルーツっぽいの入ってんの？入ってない。全然入ってない。もう月餅のような形をした洋菓子との合わせた感じのお菓子だから、普通の月餅とは違う。うん。でも美味しいよ、美味しい。うん。月餅フォンダンか。そうそう、フォンダン月餅みたいな感じ。うん。まあ、とにかくお茶が美味しすぎるわ。お茶美味しいよ。ほんと美味しいんだ、このお茶。台湾のお茶うまいわ。じゃあこれ食べたいともさっさと片付けます。これ私好きじゃない。あんまり。もともとの味が。何かっていうとですね。うん。すごい香りはいいです。香りは高くて。いいです。何かちょっとこれはね、カフェです。コーヒー味。うん。うん。いやでも美味しいと思いますよ。うん。これはカフェです。うん。うんうんうん。うん。カフェ。小梅さん、月餅そんなに美味しいの？昔主人がお仕事でお土産にもらってきた月餅は
中は、薬膳体に良さそうだけど、いつも一口食べてもダメだったな。そうなんだ。いわゆる普通に日本で売ってる月餅っていうとさ、なんかくるみとかさ、いろいろ入ったりするじゃん。甘いじゃん。で、ちょっと薬膳中華、そういう匂いもするやつもあるよね、でもね。うん。でも中国はよくこれ贈り物月餅なんだよね。月餅よく送るっちゅうのね、だってね。中国と日本で売ってるやつはちょっと違うかもしれないね、もしかしたらね。CF さんに中国語を翻訳したマキシム独自の月餅フロー技術により、各月餅がさまざまな程度の流動的な質感を示すことができます。なんとなく言いたいことはわかるね。その役は正しいと思う。でもちょっと堅苦しすぎだよね。でこれを要約すると、でもマキシムって何？マキシムで作ってるの？マキシムで作ってるのかな。まあ箱もそれっぽいって言えばそれっぽいよね。独自の、月餅フロー技術により、月餅のフロー技術っていうのはまあどうやって訳せばいいのか分かんないけど、各月餅がさまざまな程度のっていうのがいいよね。いろいろななんかこの流動的な質感って要はこれでしょ、とろけるフォンダンみたいな話でしょ、言ったらね。さまざまなそのいろいろなこの味によってそれぞれ各違う感じでとろける感じがあれじゃないの、硬さとかちょっと違うんじゃないの。その3倍ぐらいでっかくてよくもらってくるから我が家は不評で。あ、そうなんだ。普通の月餅はこんなもんだもんね、だってね。このぐらいだよね。でもあんこの入ったくるみとか入った普通の甘い月餅は私もすっごい大好きですよ。カフェだな。日本で作ってる月餅は美味しいと思います。日本で売ってるやつは美味しいと思う。でもこっちでも売ってるけど、メイドインチャイナで売ってるけど、日本のとはやっぱりちょっと味違うよね、やっぱりね。だから日本で作ってるっていうか、例えば横浜の中華街って売ってるやつとか、中国産であっても多分日本向けで作ってたりとかするとしたら、やっぱり味変えてるかもしれないよね。山パンのおとなしい月餅も捨てがたいな。何おとなしい月餅？おとなしい月餅っていうの？日本の月餅は柿が入ってんだよね。月餅美味しくなさそうになっちゃった。確かに月餅って言うと美味しくなさそうだよ。柿が入ってるんだ。美味しいよね。いろいろな味の月餅がある。あ、こっちだった。わざわざお茶入れたのに別のやつ飲むことないわ。マジうまいわこれ。昔にジャスミンって言って飲めなかったけどね、子供とか若い時はね。じゃあちょっとこれいこうかね。普通にちょっとこれチョコっぽいからね、ちょっとチョコを先にいくわね。これどう見てもチョコだよね、これね。これ全部食べないで半分残しとこう。これ美心龍赤ってチョコってことなのかな、わかんないけどね。まあいいや、ちょっと食べてみね、チョコ。チョコを食べると思う。こっちっていろいろチョコのお菓子があるじゃないですか、フランスって。例えばフランスだけじゃなくてもね、でフォンダンがあったりガトーショコラがあったり、あとはまあ言ったらブラウニーとかもあるじゃない。でそういうチョコ菓子、そういう系統のその焼き菓子系のそのチョコレート味と比べて考えると、やっぱりこれ食べた時の感じは月餅なんだわ。やっぱ違うの、外の皮がやっぱり違うから、そういったものと他のと比べると、一目瞭然っていうわけじゃないんだけれども、食べた時の食感は周りのね感じの食感が月餅なんだわ、やっぱり。だからいくら洋風にしたところでやっぱり基本は月餅っていうので作ってるから、
これは月餅なんだわってちょっと今チョコレートを食べて思った。でも甘すぎなくてチョコもブラウニーとかってすごい甘いじゃない？フォンダンもそうなんだけど、でもまあブラウニーの方が甘いかな、やっぱりフォンダンより。もともとのフランス菓子の方がアメリカの菓子よりも甘さ控えめなんで、基本的には。ね、フランスのお菓子って甘いイメージあるかもしれないんだけど、本当に美味しいお菓子はそんな甘くないですよ。ビシン、メイシアン、マキシムということみたい。そうなんだ。ちょっと待ってね。なるほどね。中文。なるほどね。まあでも、マキシム・ドゥ・パリのマキシムとは違うよね。どうなの？ね。いやでも美味しいと思う。ビシンって書くんだ。へえ。なるほどね。いやうちの家人がさっきさ、マキシムって確か香港の有名なお菓子メーカーでフランスのとは違うんだよね。マキシム、フランスのやつはマキシム・ドゥ・パリだからね。あれパリがついてるからね。香港の有名なお菓子メーカーなんだ。心が美しくなるお菓子って解釈しよう。なるほど。いや、香港は香港でさ、やっぱりあれじゃない？洗練ある程度されてる、ある程度か、今はもっと中国化が進んだからね、そういう言い方してるんですけど、もともとは洗練された場所だったわけで、ね。いやだって香港、今は知らないよ、私、香港どの状況なのか。まあ、香港は行ったことないんだけど、でも当時ね、まだ私が20代の頃の香港の、まあ20代、だから要はまだ、イギリスの統治下にあった、香港なんですけど、その時代の香港人は本当おしゃれでしたよ。スマートだったし、本当にね、男の子たちも紳士的で、すごい素敵なんですよ。ちゃんとしてるし。今はわかんないけどね。今はわかんないですよ。だって中国に返還されてもう20年以上経つわけだから、25年以上になるわけだからね。うん。だから、だけど、あの当時に90年代ですよ。だからもう香港が返還される前、ね、イギリス統治下にあった時代の香港の人たちは本当におしゃれだったと思う。お金持ってる人はね、本当にね。お金持ってる人って別に限定するわけじゃないんだけれども、まあ、だから要はどこで出会うかって言ったら旅先で出会うわけだから、旅行ができるようなぐらいの、ある程度、まあ本土の人から比べたら香港全体的に多分みんなお金持ってたとは思うけど、そういう旅行ができるような人たち、と、まあ、出会ってたわけだから、香港に行って香港の人とあれしてるわけじゃないからね。いろんな旅先で香港人と出会ってって話だから、そうすると話してると、やっぱね、洗練されててすっごいなんだろう、スマートで。ってなんか日本人の男性よりも素敵ですよ、言ったら当時の香港人の男性は。かっこいいとかっていうのも洗練されてるんで、そのかっこよさももちろんあるんだけど、綺麗だしちゃんとしてるし、みんなね理知的なんですよ。だからみんな素敵でしたよ、香港人の男の子は。本当に。確かにフランスゲレンで食べたタルトは大きかったけど甘すぎなかったので朝から美味しく完食できました。でしょ？そうなんよ。あんまりね甘すぎないのフランスは。甘い甘いって思う人もいるかもしれないんだけど、美味しい、本当にフランスで美味しいって言われて食べられてるお菓子は甘すぎないですよ、基本的に。いいバランスで甘さ控えめじゃないけど、そういう感じ。いやだから今香港どうなんだろうね。ねでもっ
てことはだからやっぱり香港人の人がこの香港で有名なお菓子を持ってきて、きっとだからそういうちょっと有名なちょっとおしゃれじゃないけどなちたいな、ちょっといい感じのお菓子を作ってるとこなんだろうね。じゃあ最後これなんかフルーツっぽいんだけどさ、これね、なんだろうね、ちょっと食べてみたいと思います最後。あ、全然フルーツじゃなかった。これこそまさに多分さっき言ってたエッグカスタード系だと思う。だからさっきのはチーズで、こっちが本当にそういう感じ。エッグエッグしてる感じ。これめっちゃうまいかも。でも甘さで言ったら多分これが一番甘いんだと思うな。美味しいこれ。卵っぽい。すごい。これ卵だよ、だから。これいいんじゃない？なるほどね。美味しい。というわけで食べ過ぎになっちゃうんで、ちょっとこれを、ね、残しといて、またちょっと後にね、なってから食べようと思うんですけど。でも、ゆきみさん、確かにフランスのゲレンデで食べたタルトは大きかったけどって書いてあるけど、どこのゲレンデ行ったですかね？たこ焼きさん、美味しそう。美味しいですよ。美味しかった。いや、ちょっと、これいいね。ねめっちゃ美味しいよ、これ。箱残しとこう。箱残しとこう。フランスどこのゲレンデ行きました？フランスのゲレンデ。ね私も本当山行こうと、夏に山行こうと思ったのに、この前。ねまた愚痴るけど、それで。宿の手違いで、宿の手違いっていうか、宿の人のミスで行けなくなって。それで仕方なく、あれだわ。仕方なく、ある意味ね、マルティニーク行ったら、旦那病気なって。あ、バルディゼールマジで？そうなんだ。うちもバルディゼール行きましたよ。うちの旦那働いてたんで、バルディゼールで。冬の間、働いてた時があるんで。そうですか。じゃあ同じゲレンデ滑ってるんですね。いつ行きました？ゆきみさん。バルディゼール。懐かしいなバルディゼール。バルディゼール。ティーニュとね、あともう一つ、ちっちゃいスキー場あって、そこ全部共通のあれで行けるんですけど、だからティーニュとバルディゼール一緒にね、滑れちゃうからね、あそこ行くとね。ミーさんこんばんは、もう終わりでしょうか？まあおやつタイムなんで、まあ始まりではないですね。もうそろそろ終わる感じでございますけれどあとどれぐらい喋るかっていう話ですけど。いつ行ったんですか、バルディゼール？めっちゃ広いんだよ、ゲレンデが。滑走距離あれですよ、最長滑走距離じゃなくて、こう一番長い距離じゃなくて、まあそれもすごいんですけど、バルディゼールって。全部のそのゲレンデ、滑れるゲレンデがあるじゃないですか。それの総長滑走距離ってあるじゃないですか。20年ぐらい前です。じゃあ同じぐらいじゃないですか。私行ったの2000年、いつだっけ？年越し。世紀をまたいだ年だった気がするんで、私が行ったの2000、ちょっと待って、2000年、2000、違うな、1999、違う、2000年かな、私。2000年。めちゃめちゃ広くて感動しました。すごいでしょ？私、ゲレンデ、多分私の方が多分もしかしたら先行っていくかもしれないんだけど、言ったら、私ゲレンデ一番上の最後のシングルリフトがあるとこあるんですけど、一番上のね、そこだけ行ってないんです。それ以外全部滑りました。全部滑りましたよ、バルディゼールは。上の一番時間切れでね、もうね、本当に最後の日、帰る前の日、で、帰る日は滑れないから、で、帰る前の日で、もう夕方もうそこの時点でね、4時半でね、あれだけ乗ったらもう最後、あれもさ、最後なのにっていう、一番上のシングルリフトだけ乗ってないんですわ。それ以外のとこ全部滑りました。あそこから上は乗ってないんです。まあ覚えてないかもしれないんだけど。そう。もう本当に。そう、一番上だけ滑ってない。あと他は全部滑りましたよ。うちの家人は働いてたんで一緒には滑ったのは
ステイしてるうちの2日間は一緒に滑ったんですけど、それ以外はもうインストラクターのそのスクールみたいなのに入って滑るのが一番いいんで、ああいうところが広いんでね、自分で勝手に滑れないんで、やっぱり広すぎて、あんまりにも広すぎて、で絶対一人で滑っちゃダメだっていうところなんでね、逆にね。なので、インストラクターと一緒に滑るわけですよ。生ぬるいの生ぬるい中級のクラスに入れてもらって、向こうの人早いんで滑るのが、上級なんか入ったらついていけないんで、速さにね。なので中級入ってぬるく滑ってたわけですよ。だからインストラクターの人は「お前上級行け」言われたんですけど、私は上級みたいにハイスピードで滑りたくないんだって。ゆっくりだってさ、景色もさ眺めたいしさ、ゆっくりああいうとこゆったり滑りたいじゃない。だからむっちゃさ、もうスピード命ですみたいな人たちと一緒に滑りたくないわけよ。だからさ、もうなんていうの、頼むから中級クラスに置いてくれみたいな感じで、私たち上級ほどに、向こうの、日本だったら上級でもあれかもしれないけど、向こうのしかも上級クラスとか絶対嫌なわけよ。うん。嫌なわけ。だって、だって、向こうの中級の上でもう日本の上級だからね、普通に。だから私は中級の下に入れてもらって、お前上行けって言われたんだけど、やだ、絶対やだって言って、もうちんたらちんたら滑ってる人の中で余裕こいてこう滑ってる方がさ、一番気が楽だからさ。うん。だからもう中級コースに残してもらって、それででも一応全部滑るって言ってたから、その先生は結構滑るからね、やっぱりね。とにかく全部行きますって言われたから、やったーっつって、それで全部滑らせてもらったよ。本当に。高山病になりかけたけ。本当、私全然平気だった、高山病。そういえば。うん。まあでも気をつけないといけないよね。2000メートル級だからやっぱりね、バルディゼールはね。うん。2000メートル級なんで結構きついっちゃきついっすよね。うん。いやもうだから、なんつうのあれ乗った、さ、こう山をさ、こうやって上がっていくわけ。まあそれもシングルリフトなんだけど、パーッと上がっていくんですよ、バルディゼールね。で、そうすると、山の裂け目があるんです。こう岩の裂け目みたいなのがあって。で、こう行くんだけど先が見えないわけ。リフトの。なんだかと思ったら、そこの裂け目を越えたら、下ってくんだわ、リフトが。リフトがうわーって下ってって、おい、怖いみたいな。しかもシングルリフトだからさ。で、そういうところがあって、そうするともうその先行くと一番、東の端なんですよ、そこが。リフトがね。で、そうするとそこから2キロ先行くともうイタリアっていう感じなんですよ、そこがね。一番東の端っこまで行ったんだけど、リフトがこう上がってくわけ。先見えないんだけどどうなってんだよと思ったら、ヒューってえらい下がっていくっていう。超怖い。うん。私は箱根程度でも鼓膜がおかしくなるから無理だ。まあ鼓膜はおかしくなるんだけど、高山病はね、やっぱりゆっくり順応しないときついよね。普通はね。でも私なんだろう、若かったからかな、まだ。まあ若いっつったってまああれだけど、30前の20代後半だけど、高山病はね、それほど気にならなかったね、不思議とね。うん。いやでもとにかくすごい広いんですよ。バルディゼールっていうその、山と、ね、バルディゼールの意味ってイゼール谷っていう意味なんですよ。バルって谷だから、うん、谷、渓谷の谷ね。で、ディゼールっていうのはデーっていうのがあれだから、くっついてる、なんつったらいいのかな。なんとかなんとか、なんとかっていうでしょ。なんとかなんとかの、英語で言うとオブね。で、イゼールの谷っていう名前なんですけど、その隣にティーニュっていう山がありまして、ティーニュっていうスキー場があるんですよ。で、ティーニュとバリディゼルって共通のチケットで全部滑れるんですね。だから、あとティーニュの正面にもまたちっちゃいスキー場があって、そこも共通で滑れるんですよ。全部滑りましたよ。そっちも合わせて全部滑れた。ティーニュと、そっちちっちゃい方はうちの家人と行ったのかな、忘れちゃったけど。いや、でもすっごい。だからね、そう、最長滑走距離ね。とりあえず一つのコースでガーッと降りてきて、一番長いコースっていうのはいくつだか忘れちゃったんだけど、総滑走距離、ゲレンデ全部の早朝滑走、距離っていくつだと思います？なんとなく皆さんちょっと想像で書いてみてくださいよ。こんぐらいかなって思ったら。うん。上から下までの最長滑走距離っていうのは大したことないんですよ。上から下までなんで。うん。それでも日本よりは長いけどね、普通にね。どんぐらいあると思います？めっちゃ覚えてます。ジェットコースターのてんぺんみたいで、お尻の穴がキュートになりました。あ、覚えてる？やっぱりこう、ウェイってさ、こう岩の裂け目みたいな、山の裂け目みたいなとか、こう行ってさ、こう降りていくところ。
10キロぐらい、それは最長滑走距離のレベルだろう。それ長さね、一番長いゲレンデっていうか、上から下まで降りていくとこうね、一番長く取ると最長滑走距離っていうのがあるでしょ、スキー場って。10キロだったら日本だってあるよ。だって蔵王で8キロでしょ。10キロっつったら多分あれじゃないの、あの辺りじゃない、あっち、盛岡の方、なんつったっけ、有名なやつ、なんつったっけ、忘れちゃった。雫石じゃなくてなんだっけ、忘れちゃった。10キロぐらいだったら日本でもあるよ。北海道でもあるよ、10キロぐらい。富良野とかでも10キロぐらいとかじゃないの、もうちょっとあるかな。うん。で、そういう最長滑走、上から下までのバーンと降りてくる一番長く滑れるコースっていうのは確か、ね、そんなでもなかったと思うんだな。でもな、20キロとかぐらい、白馬の八方ぐらい。うん。最長か、総滑走距離ですよ。滑走距離。何キロぐらいあると思う、バリジゼール。今日のクイズ。今日のクイズ。いや、それよりもうはるかに広がったな。それははるかに広いですよ。はるかに広いですよ。日本のスキー場、例えば、まあ、じゃあ蔵王があるとしますよね。蔵王の山が。蔵王のスキー場行ったことある人はどのぐらいいるか知らないけど。蔵王って一応日本でも割とトップですよ。うん、トップクラスの。まあ、北海道を入れると、まあ、本州であれしたらトップクラスの広さを持つ蔵王というスキー場がございますけれども、新潟のね、新潟に山形のね。で、そこで、最長か上から下までストップせずにずっと降りてこれる一番の長い距離で8キロなんですね。で、総滑走は蔵王いくつだったかな、忘れちゃったけど、それの、山単位でね、じゃあ蔵王の山がいくつ入るかって、ものすごい数入りますよ。うん。うん。わかんない、総滑走距離。想像つかないでしょ。うん。バリジゼールの総滑走距離450キロ。うん。総滑走距離450キロです。バリジゼール。想像できる？すごいっしょ。あの谷の総滑走距離は450キロなんですよ。コースが全部。そういうレベルなんですよ。だからそのフランスとかあの辺のアルプスの、そのヨーロッパアルプス、まあピレネもそうだけど、ヨーロッパアルプスにあるそのなんていうの、スキー場って、日本もそうだけどいくつかのスキー場がこう一緒になって、でそれでなんていうの、どこも共通で滑れるよってもちろんあるし、でそれ以外にもすごい有名なスキー場って、例えばオリンピックやったようなシャモニーだったりとかアルベルビルとかいろいろあるけど、例えばシャモニーね、シャモニーなんかっつったら多分バリディゼールよ、多分シャモニーの方が広いんじゃない？でバリディゼールよりももっと広いとこってあるし、そういうレベルなんですよ。だから絶対一人で滑っちゃいけない。うん。絶対一人で滑っちゃいけない。一人で滑ったら迷子だわ。だから違うとこ、だから自分の泊まってるホテルがあるじゃない、あって、そこにうまく降りなきゃいけないわけですよ。で降りれなくて別のとこ降りちゃったら降りちゃったで、まあ一応ねナベット走ってます。シャトルバスが一応例えばどこだっけ、日本でもさ横に長いところってあるでしょ、スキー場。ユーザーとかだったっけ、忘れちゃった。そういうとこだと結構ナベットっていうか、そのシャトルバス走ってるじゃない、横に。うん。広いところはね。同じように、だからバリディでももちろんあるんですよ、バスが。だからただね、それは無料なんですよ。だから別のとこ降りちゃったら降りちゃったでいいの。で、例えばさ、そんだけ広いとやっぱりさ、全然違う方にいるとさ、こっちの戻るまでにさ、リフトが止まっちゃったりするわけよ、余裕で。普通に夕方4時ぐらいとかになると、やべえ、もう帰れねえやってなっちゃうわけ。こうやって、だってこうやって、
うやってギザギザに行かなきゃいけないわけじゃん。だってこうやって斜めにギャーって降りてくるわけじゃないから、降りたら上がって降りて上がってって自分のとこ行かなきゃいけないんだけど、それができないからこっちでもう時間切れになっちゃったら降りるしかないからね。そしたらもうシャトルバスでバーって戻ってくるって感じなんだけど、だから便利っちゃ便利、どこ降りても大丈夫なんだけど、ただ分かんなくなったら怖いよねっていう話でだって自分のさホテルの位置がどこなのかも把握してなかったらさ、どこで降りていいのかも分かんないじゃない、シャトルバス。まあ何々ホテルって言えば運転手が教えてくれるだろうけどさ、もうそんな感じでしたよ。また行きたいんだけどね。ね、電車で、ゆきみさんは電車で行ったのかな、ブルサンモリスまでね。きっとね、ブルサンモリスまで TJB で行って、それからバスに行ったと思うんだけど、私は初めて、ほぼ2回目か。2回目のフランスで、そこまで一人で行って、TJB 乗って一人で行って、TJB でまた問題があって、なかなか、なんつうの、連絡が悪くて。で、ブールサンモリスの駅まで、うちの家事が迎えに来てたはずなのにすれ違っちゃって、でトラブルがあって私が着いたのが2時間ぐらい遅くなっちゃったから、ああもう帰っちゃったかなみたいな、仕事のついでに寄って、でそれで、帰るっていう、私を連れて帰るって予定だったから、だからもう帰っちゃったのかなとか思って2時間も遅れたからね。だから私それで一人で一生懸命どこどこ行きたいんだけど、どこどこに行くにはどのバス乗ればいいのって教えてもらって、バスのチケット買って自分でバス乗って、不安な心のままずーっとバリディゼールまで1時間かけてバスに乗って超不安だった。超不安だった。チケット買うとき遭難しても探しませんよみたいな契約書類に名前を書いた記憶があります。そんなの覚えてない書いたっけかな、サインしたかな、そんなの覚えてないな。GPS なかったら恐ろしい広さだわ。いやほんと恐ろしい広さよ。個人的には滑れない。だからうちはうちの家人と一緒に滑る時も、家人がもうそこそこほらねいてたから、しかもフランス人だしさ、間違ったとこ降りてもさ何の問題もないからさ。でも外国人フランス語分かんなかったら厳しいよね、あれね、ほんとね。でもすごかった、楽しかったよ。でも楽しかった好きな話ばっかしてんけどさ。いやいや、でもそのさ、スキースクールに入った時に一緒にいた人とかすんごいイスラエル人が多くて、イスラエルの人ってスキーすんだとか思って、イスラエルってスキーすんのって言ったら、国の中じゃできない、あんまりできないから、だからヨーロッパに来るんだちょっと、まあもちろん金持ちなんだけど、ですごいその中の女の子にね一人気に入られちゃってさ、そうすごい仲良くなったんだけどね、彼女元気かな。イスラエル人と初めて喋ったみたいなね、びっくりした。結構多かったイスラエル人。そうまあそんな感じでございますよ。まあスキーもね長いことやってないからもうね全然膝が多分ダメだと思う。100メートル滑ったらもうダメだと思うよ、さすがに。100メートルでもダメな気がする今は。だからね、バルディゼールはね、最低全部滑ろうと思ったら最低1週間必要ですわ。1週間っていうか、片っ端からもう1回だけでもいいから全部滑るっていうんであれば、まあ実質滑れる、日数が4日5日ぐらいあれば余裕で滑れるかな。1週間あったら滑れると思う。まあ私はほらスクール入ってうちの家人とも滑ってるんで、ダブって滑ってるところがあるんで、実質私滑ったの5日間だったんですね。で5日間でリフト1本分滑ってないだけだから、だから多分滑れる日が4日間マックスで完全に全部あれば、滑ろうと思えば全部滑れると思う。でも若かったからね。1週間あったら余裕で滑れると思う。でも1週間ないと多分逆にきついと思う。私には足りませんでした。本当？まあ全部滑るって言ったら相当滑る人じゃないと多分1週間だとまあある意味きついかもしんないね。あとほら道っていうかなんつうの、知ってないとやっぱりダブっちゃうでしょ、どうしても。でもうちはほらインストラクターが一緒で、インストラクターがもう全部滑るからっつって、これ全部滑ったっていうことだったんで、よしっていう感じでね。足りませんですか？足りませんよね、1週間ね。だって1週間だってさ、結局さ、着く日帰る日は滑れないみたいなもんだから。450キロどのぐらい調べたら東京から秋田の直線距離でした。そう、そんぐらい。楽しすぎてわかる。450キロメートルどのぐらいそんなもんですよ。スキー履いてそんだけ滑ってるってことですよ、全部滑ったら。
だから言ったらさ、スキー履いててさ、で、こうやってさ、高低差があったらさ、東京から秋田までさ、まあ頑張れば4日5日ぐらいでスキー履いたらいけるってことだよね。5日間ぐらいでノンストップで行ったらいけんじゃない？ゆっくりでも。うん。だからスキーでね、やってる時ってほら、ターンもしてるしさ、あとはなんだ、食事したりとか寝たりとかもしてるからあれだけどさ、ね。何キロぐらいあったらいけんだろうね。でも言ったらさ、例えば蔵王のさ、最長滑走が8キロでさ、上から下までなんてやろうと思ったら1日3回やれると思ったら、やっぱり歩くのから考えたらさ、3回やったって3倍24の24キロは余裕なわけじゃん。で、その間にもいろいろ通るわけだから、1日その場合は普通に行けんじゃない？ 50 キロぐらいは余裕で。ね。だってチャリンコだって50キロ普通に行けるわけだから、で、そう考えると何を計算してんだって話なんだけど、でも、まあ頑張って滑ったら、スキーの1キロなんて本当足がね、足腰鍛えてしっかりしてれば大したことないんで、まあ、450キロ、1週間、1週間あったらいけんじゃねっていう感じ。うん。どうだろうね。わかんないけど。うん、わかんないけどね。でもさ、言ったらさ、走るよりも速いよね。マラソンのスピードよりもスキーの方が全然速いわけだから、いけるよね。うん。まあ体力ないから無理だけど、今は。うん。というわけでございますよ。ちなみにコース外ばかり滑ってたのが、今思えば無謀だったなと、無事生きててよかった。いや、コース外は、やっぱりちょっと知ってる人と行かないとちょっと怖いんじゃないところは。私はコース外れることはなかったな。危ないよ。だってどこにクレバスあるかわかんないしさ、アルプスだしさ、ね、わかんないからね。どこにどんなものがあるか。本当だから毎年、必ずやっぱりああいうところって、日本もそうかもしれないけど、スキー場って事故あるじゃないですか。毎年死人出ますよね。基本的に。ニュースではやんないけど。うん。ニュースではやんないけど、でも必ず毎年遭難者っていうのが必ず出てるんで、ヨーロッパのアルプスは。うん。だからやっぱりね、おっかないよ。知ってる人と行かないとちょっと怖いね。うん。だからやっぱりインストラクターと一緒に行くのが一番。みたいな。うん。やんちゃなインストラクターだとまた困っちゃうけどね。何があるかわかんないから。はい。というわけでございますよ。うん。じゃあちょうどライブ始めて3時間ということなんでね。今日はこれで終わりにしようかな。ね。お腹いっぱいになっちゃった。これ食べて。これ後で食べよう。今日の夜食べよう。うん。デザートでね。はい。というわけでございますよ。なんか、結局じゃあ今日は、これはつけられなかったけれども、でも周り終わったっていうことで、ね。これつきましたよ。もう少しで完成でございますよ。で、私まただからね、まあ、いつもこうやってライブの最後には、予告のようなことを言いますけれども、今だからやろうと思ってることが、今度膝掛けがこうもう緊急性あって本当に寒くて作んなきゃいけないっていうことなんで、今膝掛けをどういうのをね作ろうかなと思って、今もう試作に試作を重ねて超試作中なもんですから。でそれ以外にも以前とかこの前に作ったバッグね、あれね、バッグ、このモチーフのバッグ、あれをまた違うモチーフでやろうと思ってて、私も周りくっつけました。くっつけました。よかった。うん。今はしっかりコース内です。その方がいいっすよ。うん、その方がいい。うん。うん。で、バッグはね、もうここで宣言しよう。ね。宣言しますよ。ね。バッグ量産します。量産します。はい。言ってることの意味わかるかな？うん、わかると思うんですけど、量産します。はい。はい、その予定でございますんで。ね、うん、もうだから、今回、この前の形もそうだし、あとその前にやった、グラデーション、いろんな色のグラデーションのやつね。普通にやった、13枚で作るやつ。あれもね、なんか、いっぱいっていうか、そこそこいろいろ作ろうかなと。いろいろなデザインでね。同じものが2つとしてないバッグを、しこしこ作りためようと思ってます。言ってることの意味わかるかな？わかると思うんだけど。はい。膝掛け楽しみにしてます。膝掛け。やっぱり膝掛けこの時期必要だよね。そろそろ冬物もさ、作んないといけないじゃない？うん、そう。そう、量産、来年に向けて、そうです。はい。はい、量産。で、膝掛けを今、試案中。で、そしてこの先またもう一つ冬用の、もう予告しないとさ、私もさ、もう、あれだよ。なんていうの？
言ったらもうやるよっていう話で、なんて言ったっけ、有言実行っていうの、そうだ、そう、有言実行。ね。カーディガン。ね。冬用のカーディガンをやりたい。ね。セーターもいいんだけど、セーターも実は作りたいんですよ。でもね、やっぱね、あっち地帯もあるんですぐ脱げるものがいいんですね。だからそしたらやっぱりカーディガンですよ。ね。だからカーディガン、冬物のカーディガンもう一つはみたい。ね。で、あと今実は、今更ながらに、夏用のショールじゃないけど、夏用のちょっとスカーフみたいな、ちょっと細い、レース糸で、三角ショールの試し編みをしてて、で、それがうまくいきそうだったら、それを冬用に応用して、冬用の三角ショールを、柄をね、編もうかなということでいろいろ考えてます。はい。やることいっぱいでね。それなのにモザイク編みの試作ばっかりやって。ついついモザイク編みに戻ってってしまうっていうね。そんな感じなんですけど、まあそんな感じでございます。じゃあね、本日お集まりいただきました皆さんどうもありがとうございました。まあ今日はね、サッカーがね、どんな感じなの今。どうなってんの今サッカー。終わった？あら、やべえじゃん。やべえじゃん。何これ。まだ終わってないのこれ。終わった？ 2 分、11分。まだ終わってないのこれ終わったん？終わったんか？終わった？更新。後半52分ってどういうこと？試合終了。あ、そうね。負けちゃったんだ。あら、やだ。負けちゃった。あらあら。しょうがないね。まあそんなこともあらな。まあでもね、私はね、サッカーに関してはね、怪我さえしなければね、韓国とはね、相乗効果でね、頑張って両方とも強くなってほしいと思いますよ。別に韓国が負けろとは私は、そこまで強くはね、思わないんで、ただ、負けろっていうよりも日本勝てっていう話ですよね。負けろってのはマイナスの、あれじゃないですか。ね。マイナスのあれなんだって、韓国負けろはダメなんでね、やっぱりね。日本勝て。ね。で、両方で強くなっていけばいいと思うので、今回ね、こう負けたこと、残念ですけれども、また日本にはね、頑張ってもらって、また次は韓国に勝てるようにね、頑張っていただきたいなと思います。はい。負けちゃってね。はい。スキー話も楽しかった。あ、よかった。バレーボール、龍神、日本はストレート勝ちでオリンピック出場権獲得しましたよね。それは嬉しいニュースでした。はい。というわけでございます。じゃあ、ここまでお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたということで、また次回は、動画作る予定でいますんで、なるべく早いうちに膝掛けをね、もう今日中にもね、どうやってやるのかちょっと決定して、で、作っていこうかなと思います。はい。というわけでございます。じゃあ、本日は、ここまでということで、泉さん、編みたいものたくさんありますよね。皆さんのコメントも大好きで、編み物ってあんまり進みませんでしたが、私もそうなんです、いつも。なんか編み物をしながらライブやろうと思ってもね、全然進みません、基本的には。ね。コメント拾って喋ってってやってると、全然、違う話いっちゃうし、ね、今日もなんかマニキュアの話とかね、最初の方にしちゃったし、っていう方で。はい。というわけでございます。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあまた次回すぐにお会いしましょうということで、では、さよなら。あれでバッテンだわ。ね。そう。これ終わりにするの。バッテン。はい。じゃあ、バッテンをします。じゃあね。またね。ありがとうございました。さよなら。